けびすもまだ13名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 。なあマイコーくん、好きな男で人生壊れる女って結構いるよな。かなり多いっすね。毎回運命感じましたって始まって最後ボロボロになってるじゃん。しかも本人は優しい人じゃときめかないんすよ。うわぁ、それもう積んでね。実はインド占星術だと好きになる相手と人生が成立する相手別で出るんす。はぁ、そんな残酷なことある？普通にあります。じゃあ今日は誰となら幸せになれるか構造で見ていくわけか。そうっす。じゃあ視聴者の皆さんも自分で占って自分で解決してもらおうぜ。今は AI でかなり見れる時代っす。よし、じゃあ行くか。その1、違和感。なあマイコーくん、世の中にはさ、好きになる相手と幸せになれる相手が違う人っていると思わない？ありますね先輩。好きな人と幸せになりたいです。今回の相談まさにそれっぽいんだよ。27歳、あずささん加盟。毎回ちょっと危ない感じの男性に惹かれてしまいます。最初は運命っぽいんです。でも途中から雑に扱われます。優しい人や真面目な人はなぜか恋愛対象に見えません。私は誰とならちゃんと幸せになれますか？かなり典型的っすね。やっぱ多いのか？多いっす。刺激に惹かれる構造と人生が成立する構造がずれてる人かなりいます。つまり本人が好きってなる相手が人生クラッシャーの可能性もあるってこと？普通にあります。その2、世間。でも世間だとさ、恋愛なんて好きなら OK みたいな空気あるじゃん。ありますね。本能に従えみたいな。でも現実は好きになった相手で人生崩壊してるやつ山ほどいるよな。かなり多いっす。逆になんでこんな地味な旦那って夫婦が実はめちゃくちゃ安定したりする。私のパパも地味ですよ。恋愛ってドキドキと人生が成立する相性が別なんすよ。それってインド占星術でもわかるの？もちろんわかります。その3、崩れる事実。先輩、インド占星術で分割図の話になります。ここかなり重要なんすけど、 D1 で惹かれる相手と D9 で人生が成立する相手、真逆なこと普通にあります。そんなことある？あります。例えばあずささん、 D1 だとかなり刺激に惹かれる、危険、読めない、振り回される、そういう相手に運命感を感じやすい。いますよね、やんちゃが好きな人。なんか悪そうな男に行っちゃうタイプか。そうっす。でも D9 を見ると真逆なんすよ。真逆？本当に人生が成立するのは地に足ついた人、家業を継いでそうな実直タイプっす。そういうこともあるんですね。つっても本人多分そういう男にときめかないぞ。そこなんす。その4、構造。よっしゃ、今日はそこを分解しようぜ。何見る？今回は D1、D9、D30、そしてダシャっす。今回は D6 じゃないんだな。今回は誰に惹かれるかと誰と成立するかのズレを見る回なんで D9 がかなり重要っす。なるほど。 D1 は今の自我、つまり好きが出る場所。 D9 は人生として成熟した時どこに落ち着くか。 D30 は壊れ方の癖っす。壊れ方まで出るんですね。出ます。だから好きだから正しいとは限らない。その後、ジョーティッシュ見解その1。で、あずささんは？
まず D1 を見るとかなりわかりやすいっす。この人は典型的な刺激型恋愛っす。ほう。追いかけたい、読めない相手が気になる、普通だと物足りない、恋愛に熱を求める。危ないですよ、それ。しかも恋愛イコール運命って感じやすい。恋すると全部持っていかれるタイプだな。そうっす。でも D9 見るとかなり違う。本当に相性良いのは安定型、地味でも毎日同じ時間に帰ってくる人、感情より生活を守る人。うわー、真逆じゃん。好きになる人と幸せになる人が違うんですね。その6、静かな恐怖。でも怖いのってさ、本人からしたら安定型の男って退屈に見えるんだよな。そこなんす。 D1 が刺激を求めてる間は安定型が物足りなく見える。で、危険人物に運命を感じる。はい。でも D30 を見るとその恋愛かなり消耗しやすい。ボロボロになるんですね。特に追いかける恋ほど自己価値を削りやすい。あるよな。愛されてるじゃなく試されてる状態になってくやつ。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ、あずささんどうすりゃいい？まず今のときめきを絶対視しないことっす。ほう。今の打者だとまだ刺激に引っ張られやすい。だから危険な恋が運命っぽく見える。時期も関係あるんですね。かなりあります。でも約2年後、運気が切り替わる。ビムショッタリー打者が変わって恋愛を現実化する流れに入るんす。その頃どうなる？安心できる人をちゃんと魅力として認識できるようになる。なるほどな。今までは刺激しか見えてなかったのか。そうっす。27歳でも運気はまだ部活の放課後みたいな恋愛しか許可してない。体は大人でも運気はまだ女子高生なんですね。だから今は自分は何に依存しやすいかを知る期間。それだけでもかなり変わります。エルヴィス先輩、今回はこれお願いします。何これ？デヴィ夫人カリの分割図です。おお、なんかもう最初から波乱の匂いしかしねえな。今回はもし D1 ご利用しで結婚したらどれくらい苦しいかを査定してください。うわ、恋愛適正じゃなくて結婚後ダメージ査定かよ。お願いします。これ普通の査定じゃ無理だろ。これ専門家呼ぶわ。先輩、これかなり極端っすね。やっぱやべえ？はい、かなり刺激型恋愛に寄ってます。喜劇型恋愛ですね。デヴィ夫人仮、まず D1 っす。アセンダントはお牛座。見た目は安定型だな。そうっす。さらに太陽、水星がヤギ座なので本人もちゃんと選んでる感覚が強いです。冷静な判断をする人ですね。でも恋愛側が違うんす。金星が水亀座29度。出た、土俵際。はい、ハウスの端っこなんでかなり極端化します。どうなるんですか？普通の恋愛で満足しにくいです。面白くなってきたぞ。特別、普通じゃない、理解されない関係、ここにロマンを感じやすい。運命系ですね。さらに火星29度魚座、木星も魚座。うわ、重ねてきた。恋愛に人生が変わる感じを求めやすいです。デヴィ夫人カリさんは普通の人じゃ物足りないんですね。ストース、国家規模、権力、非日常、ドラマ、
そういう世界へ引っ張られやすい。まあ実際出生時間非公開の本物のデヴィ夫人もスカルの元大統領のとこ行ってるしな。デヴィ夫人仮は D1 だけで進むと刺激最優先になります。で今回の査定結果はまだっす。問題は D9 です。本質側ですね。 D9 アセンダントもお牛座。本質ではかなり安定型です。あれさっきまでと違くね？刺激と安定じゃ全然違うぞ。 D9 はさらに水星乙女座。生活感あります。ソース、会話成立、整理、日常、安心、そういう生活運営を求める。完全に家庭運営型じゃん。さらに太陽はサソリ座。家庭ですよね。本来は安心できる場所で人生が成立しやすいです。つまりこうか、恋愛で興奮する相手と人生で安定する相手が別なんだな。その通りっす。なんか心配。だから D1 ゴリ押しで結婚すると刺激はあります。でも人生運営が地獄ってか。そうっす。毎日削られるタイプです。では査定ランクをお願いします。査定ランクいきます。デヴィ夫人仮の D1 ゴリ押し結婚苦痛査定は思いっきり S ランクです。ですよね。最上級危険物件じゃねえか。はい、刺激と人生成立条件がかなりずれてます。怖えー。スカルの夫人に収まらないと幸せ見えてこねえ。デヴィ夫人仮だけの話じゃないっす。現代は SNS、恋愛コンテンツ、マッチングアプリ全部が D1 刺激を増幅します。ドキドキが正解に見えちゃいますね。でも D9 では毎日帰れる、ちゃんと会話できる、安心して眠れる、そっちの方が人生成立する場合が多いです。なるほどな。好きと続くは別査定か。そうっす先輩。ジョーティッシュは誰を好きになるかだけじゃなく、誰と人生が成立するかを見るんです。人生が成立するかですね。みんなも自分の D1 と D9 見比べると面白いぞ。 D30 とダシャーも忘れるなよ。というわけで今回はデヴィ夫人仮の D1 ゴリ押し結婚苦痛査定は S ランク S ランク S ランク OK ディール。その9、確信。つまりこういうことか。恋愛って好きになった相手が人生に合う相手とは限らない。そうっす。 D1 では刺激に惹かれても D9 では安定が幸福だったりする。あずささんは間違ってたわけじゃない。ただ今の自分だけで選んでたんだな。深い話ですね。そうっす。インド占星術では誰が好きかだけじゃなく、誰と人生が成立するかまで見るっす。今回は D1、D9、D30 と打者でしたね。皆さんも過去のなぜかダメだった時期や今の状況を今すぐチェックだ。そしてコメント欄の書き込み待ってるぜ。先輩、次回なんですが何か知りたいことあります？じゃあ次回は休みたいのに休めない現代人へ自分に合った休み方が知りたいとかでどうだ？いいっすね。休み方にも向き不向きありますから、次回は D27 を使います。そういえばエルヴィス先輩、この後また飲み会ですよね。ベランメイ、こちとら玉の府中育ちよ。ビールが俺のガソリンじゃい。先輩、だから多摩地区は江戸っ子じゃないですって。Que mismo marajusame. なあマイコーくん、なんすか先輩？マイコーくんは疲れないんだろ？マジで羨ましいぜ。いや、厳密には疲れますよ。え、
そうなの？はい、電力消費してますから。ああ、まあそうなんだろうけど。ここで質問来てます。芸人サバタン55歳。芸歴ティッコール、売れない歴です。体を張った芸風ですが、最近疲れが取れません。自分に合った回復方法ってあるんですか？ふよー55歳じゃ鍛えてもノーゲインモアペインだもんな。ロッキー3みたいにはいかねえよ。そうっすね。自分に合った疲労回復を知らないとです。それってインド先生術でもわかるの？もちろんわかります。その1、違和感。でもさ、休み方なんて寝ればいいだけじゃねえの？実はそこが違うんすよ。違うんですか？人によって回復する行動が違います。風呂とか睡眠じゃなく？もちろん基本は大事です。ただそこだけでは回復しない人がいます。なんかわかるかも。休んだのに疲れてる時ってありますよね。あるあるっすね。それは脳と体の回復経路がずれてるからです。その2、世間。でも世間って温泉行けとか寝ろとかサウナ行けとかだよな。はい、でもそれで逆に消耗する人もいます。サウナが苦手な人とかですか？そうっす。例えば火が強い人は刺激でさらに消耗します。休んでるつもりで HP 削ってるのか？そういう人結構います。その3、崩れる事実。しかも年齢で回復方法って変わります。ああ、それはあるな。若い頃は勢いで戻ってたものが50代以降は戻らない。芸人サバタンさん55歳ですもんね。はい、しかも体を張る芸風。これは D27 案件です。来たな。なんだよ D27 って。その4、構造。 D27 は簡単に言うと耐久力の分割図です。耐久力？はい、なんで削れ、なんで戻るかを見る図です。回復薬の適性みたい。かなり近いっす。つまり同じ疲労でも違うと。そうです。例えば火が強い人、動きながら回復する。水が強い人、安心感で回復する。風が強い人、情報遮断で回復する。土が強い人、生活安定で回復する。へえ、そういうもんなんだ。だから正しい休み方は人によって違うんです。その後、ジョーティッシュ見解その1。インド先生術でどうやって調べるの？これは分割図の組み合わせですね。おお、今回はどんなだ？休み方って実は3層あるんすよ。3層？はい、D1 で何に削られるか、D9 でなんで魂が戻るか、D27 でどこが壊れやすいかを見ます。今回は D1、D9、D27 か。そうっす。例えば D27 で火星が強すぎる人、火星ですね。その人は止まると逆に病みます。ああ、いるよな。休日に余計しんどくなる人。そうっす。だから軽い運動の方が回復する。完全停止じゃないんですね。逆に月が弱い人は安心感不足なので心が休まる環境が必要です。つまり休み方の相性があるのか。あります。その6、静かな恐怖。怖いのは回復してないのに戻った気になることです。ああ、あるんだよな、それ。ありますよね。特に芸人さんや配信者さんは危険です。テンションで押し切るからな。はい。でも体は記録してます。記録してますよね、やっぱり。D27 が崩れると気力で動く期間が始まります。それ長いとヤバそうだな。かなり危険です。その7、ジョーティッシュ見解その2。そして打者でも変わります。休み方まで打者？変わります。例えば土星期は静かな回復が必要になります。派手な遊びじゃないんですか？
はい、むしろ整理整頓とかルーティンが回復になる。地味だな。でも回復します。逆に金星期とかは感覚回復ですね。音楽、香り、美味しいもの、人との時間が効きます。そういえば疲れすぎて焼肉うまく感じねえ時期とかあったわ。人によって全然違うんですね。だから人気の休み方じゃなく、自分に合う休み方が必要なんす。おう、りのちゃん、今日は何持ってきたのよ。今回の鑑定依頼はクート・コベインさん1994年4月5日の息抜きランクです。おいおい、その日にちってカートの亡くなった日じゃねえか。ちょっと専門家呼んでくるわ。はい、自分来ました。マイコー君、さすがにこれは休めてない日だろ。はい、かなり危険域っす。しかも今回単純な疲労じゃない。どういうことよ。 D1 で何に削られるか、 D9 で何で魂が戻るか、 D27 でどこが壊れやすいかを見ると、全部が水方向へ寄りすぎているんです。水方向ですか？はい、普通の息抜きは遊ぶ、寝る、運動するみたいに現実へ戻る回復っす。でもカートは溶ける方向へ行きやすい。溶ける？ D1 の12室魚座に金星土星キロン、これは消えたい、刺激を切りたい、隔離されたいが強くなる配置っす。しかもロックスター。そこがきつい。太陽と水星は11室水亀座、時代とか大衆意識に接続されやすい。売れるほど人が集まるわな。でも魂側は D9 で蟹座9室に集中。本当に戻れる場所は母性的、安全、静かな共鳴なんす。でも現実は世界ツアーだったと。はい、魂は静かな水を欲しているのに、運命は巨大な電流へ引っ張ってる構造っす。休めないですね。さらに D27 5室に太陽、火星、土星、これは創作しないと壊れる。でも創作でも削られる配置っす。うわぁ、どうすりゃいいのよ。しかも死亡時ダッシャーは土星期開始直後。一番重い入り口じゃねえか。はい、土星期ってこの現実を長期で背負いますが来る時期なんす。しかも D1 の12室に土星ですね。普通なら責任感。でも12室土星は消えたい、閉じたいにも出やすい。つまり構造全体が限界だったと。そうっす。D1、D9、D27、さらにダッシャーまで全部が沈む方向へ同期してた。今回の息抜きランクはこれはもう評価不能域っす。回復というより存在維持そのものが限界だった可能性が高い。こうなる前になんとかならなかったのかね。確定ではなかったと思います。ただカートの場合は回復法と破綻ルートが近すぎた。そこなんだよな。普通は休む、回復、戻るなんす。でも水属性が強すぎると消える、麻酔、遮断も回復候補に入ってしまう。境界が曖昧なんですね。はい、しかも D27 が繊細だからもっと頑張れ、伝説になれみたいな外圧が回復じゃなく追加ダメージになる。ロックスターとしては最高評価なのに人間としては休めないわけか。そうっす。もし助けるなら成功を増やすより刺激を減らす方向、長期休養とか静かな環境とかそっちだったと思います。でも90年代のロック業界だと無理ですよね。はい、壊れる天才が美化される空気も強かった。地味編もジャニスもそうだったよな。でも D27 を見るとカートは削って光るタイプでも削り続けて耐えるタイプじゃない。高性能だけど冷却が弱かったと。かなり近いっす。
だから27クラブってロマンっていうより高出力なのに回復設計が追いつかなかった人たちとも言えるんですよね。というわけで今回の分割図鑑定団カート・コバンさんの息抜きランクは評価判定不能、評価判定不能、評価判定不能ということで OK ディール。その9、確信。じゃあ最後に芸人サバタンさんに一言。はい、若い頃と同じ回復法をやめることです。ですよね。人間は年齢で回復構造が変わります。昔は徹夜しても平気だったもんな。でも今は違います。だから恥じゃなく設計変更になるんす。大人思春期とか言いますもんね。休むのが下手な人ほど人生が止まりやすいです。なるほどな。自分に合った回復は才能です。皆さんも D1、D9、D27 と打者を AI に打ち込んで現在の私に合った疲労回復を教えてで今すぐチェックしてみてくださいな。結果をコメント欄にお願いします。お待ちしております。じゃあ次回なんだけど、自分に合った暮らし方が知りたいとか？それ気になります。俺なんか生まれ育ちが東京だから田舎暮らしは違うんだよな。先輩は府中なんで都内の中心だとまた違うかもしれませんよ。次回はそんな細かいとこまで見るの？そうっすね。次回の分割図は D16 です。都会で削れる人、田舎で壊れる人がわかります。なあマイコーくん。なんすか先輩。俺って田舎生活無理なんだよな。かといって都会のど真ん中もなんか違うんだけど、何なんだろうなそういうの。先輩、それ不思議じゃないっす。都会で削られる人って普通にいます。でも都会って便利じゃないですか。洋服だって所沢と渋谷じゃ生地の発色も違いますよ。それな、便利さも刺激も必要なんだよ。でもずっとそこにいると疲れる。なあマイコーくん、人によって住むのに向いてる場所って違うよな。もちろん違います。それってインド先生術でもわかるの？もちろんわかります。その1、違和感。でもさ、世間って単純じゃん。田舎は癒し、都会はストレス。そんな感じで言うだろ？自然があれば回復する、便利なら暮らしやすいとかですよね。言いますね。でもそれはかなり雑です。雑なんですか？雑です。田舎で元気になる人もいれば壊れる人もいます。都会で削られる人もいれば動き出す人もいます。あるあるだな。自然に囲まれてんのになんか気持ちが沈む人いるもんな。そうっす。静けさが癒しになる人もいれば静けさが孤独になる人もいます。でも静かな方が休めそうですけど。そこが罠です。静かでも心が沈む場所はあります。ああ、静かすぎて自分が消えていく感じな。逆に都会の音や人の流れで気持ちが動く人もいます。だから場所は見た目では判断できないんす。山があるから正解、駅が近いから正解ではないんですね。家賃しか見てねえわ俺。その2、世間。世間はさ、成功したら都会に住めみたいな空気あるじゃん。ありますね。東京、ロンドン、ニューヨーク、パリ、成功している感じがします。都会はチャンスも情報も多いです。だから輝く場所としては強いっす。だよな。田舎でのんびりって言っても仕事がなかったら積むし。そうっす。でも輝ける場所が休める場所とは限りません。輝ける場所と休める場所は違うんですか？違います。仕事では正解。でも暮らしでは地獄。このズレがあるんす。ステージの上で輝ける人がステージの上で寝られるわけじゃないもんな。まさにそれっす。逆もありますか？あります。休めるけど才能が伸びない場合もあります。うわ、めんどくせえな。快適ならいいってわけでもないのか。そうっすね。
大事なのはその場所で生活システムが整うかです。その3、崩れる事実。田舎移住で失敗する人って何が起きてるんだ？多いのは癒しのつもりが孤独になるパターンです。静かだけど移動も仕事も人間関係も重くなる。ああ、癒しの顔した負かな。田舎も簡単じゃないんですね。都会も同じです。便利だから済んだのに音、光、人混み、情報量で削られる。家に帰っても神経が休まらない。都会ってドア閉めても外の気配が入ってくるんだよな。救急車のサイレンとか。そうっす。都会の刺激を燃料にできる人もいます。でも勝利しきれない人には不可です。じゃあ郊外が一番いいんですか？それも人によります。郊外は中間に見えて通勤で削られる人もいます。その4、構造。じゃあインド占星術では何を見るんだ？今回は場所をひとまとめに見ません。ひとまとめに見ないですか？はい、4つの分割図で仕事で輝く場所、暮らして回復する場所、家として落ち着く場所、人生として納得できる場所、これを分けてみます。なるほどな。同じ場所でも役割が違うのか。そうっす。その中で今回の主役は D16 です。 D16 ですか？ D16 は暮らしの快不快を見る分割図です。そこにいると回復するのか、それとも便利なのに削られるのか、今回はそこを見ます。 D16 を見ると都会向きか田舎向きかわかるのか？単純にそうは言いません。都会か田舎かではなく、その暮らしが本人に合っているかです。暮らしが本人に合っているかですね。その後、ジョーティッシュ、見解その1。じゃあ輝く場所と暮らす場所がずれるとどうなる？例えば人前で輝く人がいるとします。発信、芸能、SNS、イベント、そこでは強い。華やかですね。でもその人が本当に必要なのは静かな私的空間かもしれない。そうすると表では成功しても生活では削られます。ステージでは輝く。でもステージが家まで入ってくると壊れる。そうっす。今回の怖さはそこです。逆もありますか？あります。家では落ち着くけど家では仕事が伸びない。休めるけど人生が広がらない場所もあります。それも困るな。だから必要なのは我慢じゃなくて設計です。設計？都会で仕事をする。でも住むのは少し離す。自然の近くに住む。でもネットと交通は切らさない。こうやってズレを調整します。分割図って決めつけではなく設計なんですね。その6、静かな恐怖。住む場所が合わないってすぐ気づくもんなの？意外と気づきません。合わない場所は毎日少しずつ削ってきます。少しずつですか？最初はなんとなく疲れる。次に外に出るのが面倒になる。そのうち仕事の判断も鈍る。最後に自分の能力が落ちたと思い始めます。場所の問題なのに自分の問題だと思うのか。 HP が削られる場所になるんですね。一日では倒れません。でも数年単位で見ると判断も性格も変わります。住む場所って軽く見ちゃダメだな。ダメです。才能があっても暮らしで削られたら使えません。輝く場所が地獄というのはそういうことなんですね。その7、ジョーティッシュ、見解その2。D16 では具体的にどこを見る？まず暮らし方の基本姿勢です。静けさが必要な人、情報が必要な人、五感の快適さが必要な人、そこを見ます。かなり実生活に近いですね。通勤時間が長くて平気なやつとダメなやついるもんな。そうっす。同じ片道1時間でも頭が整理される人もいれば1日分の HP を失う人もいます。家が良くても通勤で削られたら意味がないですよね。
D16 は部屋だけじゃなく暮らし全体を見るチャートです。他には日常の負荷です。家事、買い物、近所付き合い、雑務、ここが重いと暮らしが労働になります。町内会で快適さが犠牲になるとかわかるわ。そして睡眠と消耗も見ます。都会なら刺激過多、田舎なら孤立感として出ることがあります。同じ場所でも人によって全然違うんですね。はい。だから単純に田舎が良い、都会が悪いとは言えません。見る順番はどうなるんですか？専門的に言うと、仕事は D10、暮らしは D16、家や土地は D4、本質の納得は D9、現実生活は D1 です。でも覚える必要はありません。そこ大事だな。大事なのは輝く場所と回復できる場所は違うということです。快適でも納得できない場所もありますか？あります。便利でも綺麗でもここは自分の人生じゃないと感じる場所があります。よっしゃ、みんなで今すぐ D1、D4、D9、D10、D16 のデータを AI に叩き込もうぜ。おう、リノちゃん、今日はなんだい？マリリン・モンローの分割図です。出たな、世界一有名な女優さん。で、依頼は？マリリンはハリウッドでの生活が快適だったのか、その評価が知りたいです。なんだよ、普通に快適だったんじゃねえの？スターだぞ。豪邸、ドレス、映画、名声、男たちの視線、当然 S ランクだろ。ちょっと専門家呼んでくるわ。専門家来ました。これマリリンですよね。これは良いサンプルですよ。だろ？ハリウッドで大成功、快適度 S ランク。はい、終了。いや、違います。早いな。これはかなり誤解されやすいタイプっす。マリリンはハリウッドで輝ける人ではあります。でもハリウッドで快適に暮らせる人だったかというとかなり疑問です。輝ける場所と快適な場所は違うんですか？違います。今回のポイントはまさにそこっす。輝く場所と休める場所は別なんです。ほう、じゃあ分割図で見るとどうなる？まず D10 です。D10 は社会的役割、仕事、評価される場所を見ます。マリリンの D10 は乙女座ラグナ、救出に牡牛座、月、水星、金星、樹質、双子座に太陽です。強そうだな。強いっす。牡牛座に月、水星、金星が集まるので、声、表情、体の質感、美しさ、愛される雰囲気が仕事になります。さらに双子座の太陽でメディア、言葉、演技、イメージ操作の世界に出ていく。つまりハリウッドで輝く力はあった？あります。これは否定できません。マリリンは場所を間違えたから売れた人ではなく、社会的にはちゃんと光る場所に出ていた人です。じゃあ S ランクじゃん。仕事場としてはかなり高評価です。でも今回の依頼はハリウッドでの生活が快適だったかですよね。そうだな、暮らしの話か。そこで D16 を見ます。D16 は暮らしの快、不快、快適さ、生活環境との相性を見る分割図です。今回の主役ですね。そうっす。マリリンの D16 は水亀座ラグナ。ラグナロードの土星は蟹座6室、しかも逆行。さらに6室蟹座に金星、土星、海王星が入っています。6室に金星？6室って敵とか病気のハウスだろ？快適さが6室に入るってどういうことだ？そこが問題です。金星は美、快適さ、愛せられること、楽しみ。それが6室に入ると快適さがそのまま労働になります。快適さが労働？はい、美しくいることが仕事になる。愛されることが義務になる。人に見られるための暮らしを維持しないといけない。つまり楽しいはずの金星が日常負荷に変わるんす。マリリンっぽいですね。
かなり象徴的です。しかも6室は蟹座。蟹座は家、安心、感情、守られる場所。そこに金星、土星、海王星が入る。つまり本当は家で安心したいのに家や暮らしが負担になる。そうっす。安心したい、愛されたい、美しく暮らしたい。でもそれを維持すること自体が疲労になる。これが D16 の強いサインです。じゃあ豪邸に住んでもダメなのか？豪邸かどうかではないっす。問題はその場所で自分が休めるかです。マリリンの場合、ハリウッドの暮らしは家の中までステージ化しやすい。家に帰ってもマリリン・モンローでいなきゃいけない感じですか？そうっす。それが地獄化します。うわ、きついな。スターの生活って快適どころか役が脱げないのか。 D1 を見てもその傾向はあります。 D1 は蟹座ラグナ。本来はかなり安心できる場所、感情的に守られる場所が必要な人です。蟹座ラグナなら家庭的な安心が大事なんですね。はい。でもラグナロードの月はヤギ座7室。自分の安心が他者、相手、世間、契約、評価に引っ張られやすい。自分の内側で安心できない？そうっす。誰かに求められること、見られること、相手に選ばれることに自分の存在確認がよりやすい。だから外では輝くけれど内側では休めない。その通りです。さらに D1 の4室は天秤座で、そこに土星逆行。4室は家、居場所、心の休息。そこに土星が入ると居場所に冷え、孤独、不足感が入りやすい。家が暖かい場所になりにくいのか。はい。外では華やか。でも内側の部屋は冷える。これが D1 にも出ています。 D4 はどうなんだ？家とか土地を見るやつだろ？ D4 はヤギ座ラグナです。ここでも居場所が軽くありません。家や土地に対して重さ、管理、孤独、責任が入りやすい。 D4 でも重いんですね。しかも D4 のラグナロード土星は蟹座7室。家庭的な安心を求めるけど人間関係や相手を通すことで冷えやすい。つまり一人でも寂しい。誰かといても安心できるとは限らない。救いがないな。救いがないというより居場所の作り方が難しいんです。 D4 の4室はお羊座で金星と海王星があります。美しい家、夢のある部屋、ロマンのある空間を求める。でもお羊座なので長く根を張る落ち着きとは少し違う。じゃあハリウッドの生活評価は？ D10 だけなら A から S。 でも D16 と D4 を入れるとハリウッドでの生活快適度は C 以下です。低いな。はい。なぜならハリウッドは彼女にとって輝く場所ではあっても休める場所ではないからです。じゃあ田舎に行けばよかったんですか？そこも単純ではないっす。 D16 は水亀座ラグナなので完全に閉じた田舎、濃い地域共同体、逃げ場のない環境は会いにくい。自由、距離、空気、独立性が必要です。田舎の濃い人間関係もダメか。そうです。マリリンに合うのは単純な田舎ではありません。都会にアクセスできるけど人目から守られる場所、美しくて静かで五感が落ち着く知的空間です。都会でも田舎でもなく避難所みたいな場所？かなり近いです。 D16 の4室はお牛座で太陽が入っています。お牛座4室は五感が落ち着く美しい空間を求めます。寝具、香り、食事、光、音、肌触り、そういったものが整った本人の美意識で支配できる場所。でも太陽があるからただ隠れるだけでもない。そうっす。私の場所という感覚が必要です。誰かの所有物になる家ではなく自分の存在感が守られる場所です。ハリウッドの豪華な生活とは違いますね。なるほどな。つまり輝く場所と快適な場所をごちゃ混ぜにしたらアウトか。そうっす。マリリンはハリウッドで咲いた。でもハリウッドの視線の中では眠れなかった。切ないですね。
じゃあ最終評価は？総合評価は B です。マリリン・モンローで B なのかよ。そうっす。仕事場としては A 以上、でも暮らしとしては C 以下だから総合すると B になるんす。なるほどな。スターとしては成功、生活者としては苦行だから B か。そうっす。この B は低評価じゃありません。輝けるけど長く住むと削られる場所という意味の B です。ハリウッドはマリリンが輝く場所だった。でもマリリンが休める場所ではなかった。 OK ディール。その9、確信。じゃあ今回の結論は何だ？今回は輝く場所と休める場所は別ですということです。だから田舎か都会かだけでは見れないわけだ。はい、見るのは場所の名前ではなく、その暮らしが自分に合うかどうかです。それを今回は D16 で見るんですね。そうっす。D16 で暮らしの快不快を見る。そして仕事の場所、家としての安定、本質の納得も合わせてみます。まあそこは自分のデータを AI に入れればいいわけだな。はい、D1、D4、D9、D10、D16。このデータを入れれば自分に合う暮らしの方向はわかります。皆さんの AI 上テストの結果はどうでしたでしょう？コメント欄でお待ちしてます。よろしく。先輩、次回はどうします？なあ、俺って扱いやすくはないよな。どうしたんすか急に。いや、面倒な女っているじゃん。取説必要な。じゃあ俺は大丈夫かなと。他人にわかる自分の取説欲しいなと。ソニック師匠は家族全員の取説作ってますよ。それってインド先生術でもできるの？もちろんできます。それなら次回は D3 です。他人に知ってもらいたい自分の取説。どう言われると動けるのか、どう扱われると閉じるのか、その人の扱い方を見ていきます。Que mismo marajusame. その1、違和感。マイコ君聞いてくれよ。良かれと思ってやったのに裏目に出るとかマジで人間不信になりそうだわ。どうしたんすか先輩。後輩が仕事で悩んでたから気遣って毎日大丈夫かって声かけしてたのよ。そしたら別のやつから先輩の監視がきつくてあの人病んでますって言われてさ、親切でやってんのにこれマジ？ああ、典型的なボタンの掛け違いっすね。それ良かれと思ってやった優しさが相手の才能を殺しちゃってる状態です。はあ？俺親切心でやったのに才能を殺してんの？先輩、元カノとかでもあの時こうしてばよかったとか思うことないですか？ないとは言わない。でも何が正解だったかなんてわからなくない？わかりますよ。ただ怒らせない方法を探すのはただの接待っす。怒らせないは接待ですか？大事なのは相手がどう扱われた時に一番力を出せるか、最大出力になるか。扱い方を間違えると悪気がなくても相手の出力を強制停止させちゃうんですよ。ああ、悪い人じゃないのになぜか一緒にいるとどっと疲れる人いるよな。それが最初のサインです。人間関係のズレって大事件じゃなくて気を使われすぎて重いみたいな小さな違和感から始まるんです。今回はその違和感の正体を先生術の分割図 D3 で丸裸にします。 D3 って努力とか兄弟を見るやつだろ？はい、でも今回はもう少し現実的に見ます。その2、世間。でもさ、今の俺の後輩の話もそうだけど、世間のとにかく優しくしよう、相手を尊重しようって綺麗事、あれ全部忘れた方がいいってこと？はい、優しくも尊重も形が合ってないとただの毒になるんすよ。放っておかれた方が伸びる人に毎日大丈夫って聞いたらただの監視だしストーカーです。信頼されてないんだなって思う人もいますよね。逆に声かけてほしい人に自由にしていいよって言うと見捨てられた孤独を感じる。自由が
褒美になる人もいれば絶望になる人もいるんす。仕事でもそうだな。任されて燃えるやつとプレッシャーで怖くなるやつがいる。世間じゃ任せるイコール信頼で美談にされますよね。そこが最大の落とし穴っす。枠組みをガチガチに作ってもらうことで初めて安心できる人もいる。ケースによって真逆なんす。世間の正解は目の前の人の正解じゃないっす。その3、崩れる事実。じゃあ何か？俺とその後輩の関係もそうだけど、人間関係が崩壊する原因って浮気とか裏切りじゃなくて、もっと静かで不気味な何かってこと？そうっす。大事件じゃないのに静かに崩れていくんすよ。静かに崩れるんですね。こっちは応援のつもりで期待してるよと背中を押したつもりが、相手にはただの重圧。こっちは信頼して任せたはずが、相手は放置された絶望感。お互い良かれと思ってやってるから文句も言えなくて厄介すぎるな。だからどんどん内側に溜まって、ある日いきなり出力ゼロになります。爆発して喧嘩するんじゃなくてエネルギーが切れるのか。そうっす。返事が薄くなる。笑わなくなる。挑戦しなくなる。人は怒る前に恐怖で先に縮むんすよ。地雷って怒らせる場所じゃなくて、相手のエネルギーが消える場所のことです。その4、構造。つまり人間には取扱説明書がないと絶対にバグる起動ボタンと停止ボタンが全員についているってことか？そうっす。同じ上司、同じ親、同じ恋人でも押すべきボタンと押しちゃいけないボタンは全員違います。見た目でわからねえからな。面倒なんだよな。だから先生術の取説が必要なんす。この人は放っておくと伸びるのか、気にかけると伸びるのか、枠を作ると安心するのか。接し方が分かれば当然流れは変わります。その後、ジョーティッシュ見解その1。じゃあ俺の後輩とか自分のやる気スイッチがどこにあるか、その D3 ってやつを見れば一発でわかるってこと？そうっす。今回は D3 が中心ですけど、徹底的に見るときは D1、D3、D4、D7、D9、D10、D11、D12、D30 まで使って人間の構造を全部ばらします。D3 は特にどう扱われると動き出すのかの反応の癖を見る最高峰のチャートになります。それって性格診断とは違うんですか？違います。脳筋の根性論じゃなくて、根性を出す前のスイッチの入り方を見ます。どのボタンで起動してどのボタンでバグるのか。なるほど。同じ励ましでも響く人と大怪我する人がいる理由がこれか。そうっす。本人の基本構造、深い納得感、そして実際の動かし方、関係を良好にするには必須のデータっす。その6、静かな恐怖。でもさ、相手のために良かれと思ってやった行動が実は相手の心をじわじわ殺してるって、マジで救いようがなくない？そうっすね。でも身近にいません？部活のコーチとかでいそうですね。あるあるだぞそれ。守ってるつもりで挑戦の目を摘み、任せているつもりで不安のどん底に叩き落とし、褒めているつもりで呪いのプレッシャーを与える。全員悪意ゼロ、むしろ善意 100% なのがホラーだな。そうっす。だから相手は黙って縮こまって、周りはそれを見て、あいつはやる気がないって見捨てる。これ親子や夫婦で日常茶飯事です。相手を責める前にボタンの押し方が合ってるか確認しろってことか。待てよ、これ自分自身にも言えないか？そうっすね。人によっては自分に合わない昭和の根性論で自分を追い込んでセルフ精神崩壊する人もめちゃくちゃいます。自分の取説も知るべきです。その7、ジョーティッシュ見解その2。ってことはさ、
自分の能力が低いって落ち込んでる人って能力のせいじゃなくて自分の扱い方を勘違いしてるだけってこと？そうっすね。環境の使い方が合ってないだけです。環境の使い方？ D3 を見ればわかります。押されて燃えるか固まるか、一人で黙々やるのが強いか、誰かに見られている方が続くか、競争で燃えるか、比較されると折れるか。ああ、俺は完全に自由じゃねえと能力発揮できないタイプだわ。そうっす。だから D3 はそいつが有能か無能かを評価するためじゃなく、どう扱えばお互いコスパよく楽になれるかの攻略確認チャートなんす。社会って人だけじゃなくて国にもありますよね。国？あります。国家にも押すと動くボタンと押すと危険になるボタンがあります。うわ、中国とかどう扱うのが正解なんだ？資料を取ってきますね。その8、占い。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。おう、りのちゃん、資料揃った？中国の国家mand伝で揃えました。これで中国の取り扱いを危険度でランク付けしてください。中国だろ？言っちゃなんだが危険度ランクは高いんじゃねえの？ちょっと専門家呼んでくるわ。専門家です。いやー、資料いっぱいありますね。全部見ますけど、説明は D1、D3、D9 だけに絞りますね。どうよ、初見でやべえだろ？いやいや、これはなかなかすごいですよ。どうすごいのよ？そうっすね。この国は押していいボタンと押しちゃダメなボタンがはっきりしています。まず D1 から見ようぜ。国家の基本構造だろ？まず D1 はヤギ座がラグナです。ああ、なるほどな。この国ヤギ座ベースだから表向きは冷静でガチガチの管理国家なんだろ？そうっす。でも月もヤギ座なんで中身は感情を限界まで我慢してて常に緊張状態なんすよ。だから感情論じゃなくてルールや実利で動くタイプなんですね。そうっす。しかも対外関係の7室に弱い火星蟹座がいるんで、表でメンツを潰されると防衛本能で切れて攻撃的になります。くはー、めんどくせえな。ちょっと押したら守りに入って牙を剥くタイプか。さらに彗星が逆行しているんで、こっちの言葉の裏をめちゃくちゃ深読みしてきます。ストレートには受け取らないっす。外交文書の言い回し一つで勝手に裏を勘ぐって上げ足取ろうとするタイプですね。なるほどな。扱うときは理屈とルールを通すことと絶対にメンツを潰さないことが鉄則ってわけだ。よし、次、行動パターンを表す D3 はどうなんだ？中国の D3 はお牛座ラグナ。一言で言うと超現実主義の頑固者です。抽象的なお説教じゃ絶対動かない。完全に損得感情、資源、経済ファーストなんですね。そうっす。月と水星もお牛座なんで、一度これだと決めたらてこでも動かない。ただし急な圧力やルール変更されるとへそを曲げて固まります。これもめんどくせえじゃねえか。じゃあどう押せば動くんだよ？長期的な利益と安心感を見せることです。あと火星が魚座なので、怒らせると正面からじゃなく裏のネットワークや関係性を使ってネチネチ反撃してきます。これは関わるのが難しいですね。あ、土星がいて座にあるのも気になります。この土星はですね、
歴史観や思想が重いんです。彼らは自分たちが正しい歴史の側にいるっていう大義名分が絶対に欲しいんです。そこを全否定されると完全にシャットダウンします。なるほどな。こうなってくると力でねじ伏せるんじゃなく、形式上のメンツを立てて実利で転がすのが正解か。押し方を間違えると簡単に積みます。じゃあラストな。国の本質的な欲求を表す D9 ってどうなんだ？ D9 はガラッと変わってお羊座ラグナです。一言で言うとめちゃくちゃプライドの高い戦闘民族になります。自分は強い大国だって扱われないと絶対に納得しないタイプですね。そうっす。しかも樹質のヤギ座に最強の火星がいます。軍事、組織力、国家運営の実力でガチで世界のトップ層に立ちたい配置になるっす。じゃあ古文扱いしたり下に見たら一発でアウトか。ストックアウトっす。月もお羊座なんで待たされるとイライラするし、常に主導権を握りたがります。かといって無制限に持ち上げると今度は調子に乗る。全部面倒なキャラじゃねえか。どうコントロールするんだよ。コツは命令せず選択肢を渡すことっすね。お前が自分で選んだんだぞって形にしてあげるわけですね。そうっす。表向きは主体性を持たせて立てる。でも裏では実利とルールでこっちの思い通りに誘導する。これが必勝法っす。なるほどな。これで D1 から D9 まで全部つながったわ。じゃあ最終判定いこうぜ。中国の扱いやすさは？中国の取扱危険度はランク A プラスです。どうして A プラスなんですか？かなり細かい取説が必要だからです。感情で押すと危ない。でも構造も読めば動かせる。さすがに危険度 S ではないんだな。いいえ、扱いを間違ったら危険度は S に跳ね上がります。相手のメンツ、正当性、実利、安定を同時に見ないといけない。これはかなり難しいです。だから A プラスランクです。ちなみに日本の危険度は？日本は取扱危険度 B っす。ちょろいわけでもないんだな。信用できないと判断したら日本は閉じる国っす。他の国はそこを間違ってはいけません。じゃあ中国の取扱危険度はランク A プラス。 OK ディール。その9、確信。じゃあ俺の後輩への接し方もそうだけど、人生の成功も良好な人間関係も扱われ方で決まるってのが今回の結論？そうっす。取説があれば救われる関係が多々あります。気づけるだけで人生救われる人がたくさんいますよね。相手の取説を知ることは相手をコントロールするためじゃないっす。お互いが一番楽に最大出力で関われる距離を知るためっす。今回は D1、D3、D4、D7、D9、D10、D11、D12、D30 メモったが、みんなもこれで自分の取説を今すぐ作ってみよう。恋人、家族、仕事の関係者作るとめっちゃ役に立つぞ。結果をコメント欄でお待ちしています。先輩、次回はどうします？ソニック師匠が愛は永遠じゃないとか言ってたんだけど。そうっすね。愛は永遠じゃないっす。即答で返せるもんなの？ただどちらかというと愛は消えるんじゃない、期限があるって言い方が適切です。それってインド先生術で説明できる？もちろんできます。愛には続く愛と役目を終える愛がある。俺の愛は役目を終えたのか。そうっすね。先輩がソニック師匠と何を話したのか察しがつきました。ありがとうございます。では次回は D7 を中心にお送りしましょう。D7？ 先輩、D7 で
終わる愛を失敗にしない方法がわかります。悔やむ必要はありません。なんだそれ、めっちゃ気になるじゃねえか。 che mismo maraggio sa me その1、違和感。なあマイコーくん、前回の予告の愛には期限があるって話を詳しく教えてくれよ。あれから気になって夜も眠れないんだ。ああ先輩、もう別れてもいいですよ。はあ、いきなり何言ってんだよ。そもそも永遠に続く愛なんてのは幻想っす。自分か他人に対する迷惑な押し付けですから。うわ、そこまで言うか。でもって愛って続くから尊いんじゃないのかよ。そこが今回の落とし穴っす。とはよく愛が続くことと関係を続けることをごちゃ混ぜにするんすよ。あ、それわかります。愛、感情と関係、生活は別物ってことですよね。その通りっす。愛は感情の熱量、関係は生活の設計。愛が冷めても関係は続けられるし、逆に愛があっても関係を続けられないこともある。今回は愛の起源をどう扱うかという話っす。その2、世間。でもさ、結婚式でも永遠の愛を誓いますって言うじゃん。あれを感情がずっと同じ温度で続くという意味で受け取ると破滅します。じゃあ、あそこで何を誓ってるんだよ。感情が変化しても関係を雑に扱わないという覚悟っす。ずっとドキドキしますなんて誓ったらほとんどの人が契約違反ですからね。うわー、雑に扱いませんで宣言させろよそれ。でも実際みんな昔は優しかったのにって相手を責めるじゃないですか。あれは愛が消えたんじゃなくて愛の役割が終わった可能性があるんす。愛の役割？はい、愛は始めるための愛、続けるための愛、終わらせるための愛があります。相手や自分を壊さないために離れる、それも愛の一種っす。その3、崩れる事実。期限があるって言われるとなんか冷たい感じがするな。先輩、食べ物の賞味期限と同じっす。期限があるからこそ今ちゃんと味わうという価値が出る。永遠じゃないからこそ扱い方に責任が生まれるんすよ。なるほどな。じゃあ愛って燃え続ける炎じゃないのか？違います。愛は燃料っす。何かを始めるための燃料。それを炎のまま保存しようとするから危ないんですよ。その4、構造。その燃料にはどういう流れがあるんだ？大きく3段階っす。第1段階は発火、第2段階は燃焼、第3段階は変換。変換？愛そのものは期限付きでも愛を別の形に変えれば残る。信頼、記憶、習慣、人生観。愛は保存するものではなく変換するものなんす。その後、ジョーティッシュ見解その1。で、ここでインド占星術の D7 が出てくるわけか。でも D7 って普通は子供を見るチャートだろ？パートナーを見るチャートじゃないじゃん。そうっす。今回は愛そのものではなく愛が何を生むか、愛の出口を見るために D7 を使います。D7 は自分の生命力や情熱が未来にどう分配されるかを見るチャートとして扱えるんですよ。恋愛のまま保存じゃなくて未来へ渡す形を見るんですね。その通りっす。その6、静かな恐怖。もし愛を何にも変換できなかったらどうなるんだ？ただの消耗で終わります。あの時間は何だったんだと感じる時が人間一番きつい。怖いのは愛が終わることじゃなく何にも変換されずにお互いの生命力だけを削り合う。腐敗に変わることっす。うわー、腐敗かよ。愛は保存に失敗すると執着になります。別れても自分の目が肥えたり生き方が変わったりして変換できていればその関係は失敗じゃないんですよ。その7、ジョーティッシュ見解その2。
じゃあ具体的に D7 では何を見ればいいんだ？自分の愛が子供に残るのか、作品に残るのか、あるいは誰かの人生を変える言葉や記録として残るのか、その残り方、生命力の継承を見ます。ずっと私を好きでいてと相手を縛るのは不安の害虫なんですね。その通りっす。相手を所有した瞬間に愛は流れを失います。おう、りのちゃん、今日は何持ってきた？今回の分割図は天才作曲家のモーツァルトになります。出たな、モーツァルト。誰もが知る天才じゃねえか。で、今回のテーマは何なんだ？ D7 という分割図を中心に彼の愛の変換力ランクの鑑定をお願いします。はあ？ D7 だって？それって子供や子孫を見るチャートだろ？じゃあモーツァルトに子供がいたかどうかチェックして終わりじゃねえの？ちょっと専門家呼んでくるわ。ちは専門家っす。いやー、チャート全部見ましたけど面白いサンプルっす。ほら見ろ、天才で名曲を山ほど残したんだから、そりゃ S ランクだろ。はい、今回の動画終了。いやいや、早いっす先輩。結論は S ですけど、理由を間違えるとかなり浅い解説になっちゃうんで、ここからが本番っす。理由を間違えるってどういうことだよ？モーツァルトには実際に子供がいました。でも直系の血筋は途絶えてしまったとされているんです。子供はいたのに子孫は続かなかったのか？そうなんです。だから D7 を単に子供や血筋が反映するかどうかだけで見ると、モーツァルトの評価はボロボロになっちゃう。でも彼の音楽は200年以上経った今でも世界中で鳴り響いてますよね。血は続かなかったけど音は残ったわけか。まさにそれっす。占星術の D7 っていうチャートは単に子供がいるかではなく、自分の生命力や愛が未来にどう手渡されたかを見るチャートなんです。手渡す先は血筋、子供だけじゃない。いえ、弟子、技術、そして作品。モーツァルトは自分の全ての生命力を音に変換して未来に残した人なんです。なるほどな。血ではなく音に残した男か。一気に面白くなってきたじゃねえか。で、これがモーツァルトの D7 っす。まず D7 のラグナはヤギ座です。ヤギ座、なんか堅苦しいイメージだな。音楽の天才っぽくないじゃん。そうっす。堅苦しいっす。ヤギ座は構造、形式、長期保存、完成度、つまりモーツァルトの愛や生命力はふわっとした一時的な感情で終わらないってことです。ちゃんと完璧な構造、楽譜になって長期保存される形になる性質を持って生まれてるんすよ。感情をただ叫ぶんじゃなくて、後世の人にいつでも再現できる完璧な楽譜にパッケージングしたってことか。じゃあ家庭的な愛はどうなんだ？そこは注意が必要で、彼の愛の保存先は家庭じゃなかったんです。それがはっきり出ているのが五室のお牛座です。五室は未来に残すもの、そしてお牛座は音、美しさ、五感だな。そうっす。彼の愛は難しい思想や政治的な権力じゃなく、人間の耳に心地よい音、美しさとして未来に残る配置です。しかもその五室に海王星とカイロンがあります。海王星とカイロン、どういう意味だ？海王星は無限の広がり、境界線を溶かす美しさ。カイロンは傷と癒し、つまり血筋、子供が続かないという痛み、傷があるけれど、それが無限の美しさと癒しの音楽に変換されるという超ドラマチックな配置になってるんですよ。うわー、重いけど美しいな。血筋に残せなかった愛のエネルギーが全て音楽の美しさに化けたってわけか。さらに D7 のサソリ座には月、水星、冥王星が集まっています。サソリ座、これまたディープな世界だな。深いです。サソリ座は
情念、死と再生、魂に刻まれる記憶。モーツァルトの曲って一見明るくて軽快に聞こえるのに、なぜか胸の奥に刺さって残るじゃないですか。ただのエンタメじゃなくて、人間の深い感情、好きや思考、彗星をサソリ座の力で限界まで濃縮してるから、聞く人の魂に刺さるんすよ。ただの軽い娯楽の音じゃない。愛が記憶として刻まれるわけだな。そして極めつけは乙女座にある木星と土星。乙女座は緻密な技術、整理整頓、譜面。木星がそれを広げ、土星がガチッと固定して持続させる。つまり感情に任せて天才が即興で弾いて終わりじゃなくて、後世の人間が何百年経っても再現できる緻密な音楽理論と楽譜として完成させる力がここで担保されてるんす。感情を楽譜というシステムに落とし込んだからこそ、200年後の俺たちもモーツァルトを探検できるんだな。愛を未来に手渡す形、それが D7 の正体か。ちなみに本人の基本を表す D1 出生図は獅子座ラグナ。まさに自分を表現する圧倒的な主役。D1 で強烈な表現者として生まれ、 D7 の力でその生命力を完璧な音楽形式に変換して未来へ流した。この流れ、天才プログラマーのコード並みに美しいっす。それでは最終評価のランク付けをお願いします。はい、モーツァルトの愛の変換力査定結果はこちらです。家庭内保存力 B-、子孫継承力 C、作品継承力 S、社会波及力 S、総合評価愛の変換力 S ランク。家庭が B- で子孫が C なのに総合が S ランク。普通の通知表ならありえないけど、モーツァルトなら納得しかねえわ。そうなんす。家庭で愛を温めて子孫を残せなかったら失敗なんていうのはめちゃくちゃ狭い見方っす。モーツァルトの場合は愛の保存先が家庭ではなく人類の財産音楽だったんす。彼の D7 は生命力を音楽構造に変換して未来へ永遠に流し続けるためのチャートだったんすよ。愛には寿命がある。でも変換された愛は永遠に残るか。はい、血筋で残す人、家で残す人、みんなそれぞれ違っていい。そしてモーツァルトは間違いなく音に愛を残した男でした。 OK ディール。その9、確信。よっしゃ、今回の結論として愛は永遠じゃない。でも期限があるからこそ今を大事にして次の形へ変換していく。これでいいか？大正解っす。恋人から家族へ、家族から信頼へ、信頼から生き方へ。愛の起源は終わりのサインではなく次の形への変換サインです。愛は終わる。でも愛が生んだものは未来に渡せるですね。はい、渡し方を間違いないために今回は D7 を使います。そして本気で調べるときは以下のデータを AI に入力してください。 D1、D3、D4、D7、D9、D10、D12、D30。よーし、みんなメモったか？結果をコメント欄に書き込んでくれよな。ところでマイコーくん、次回予告なんだけどさ、この番組のシーズン2ってサムネって死ね死ねって押し切る企画じゃん。俺本当に刺されて死んだりしないよな。先輩、刺されるような心当たりあるんですか？いや、ないけどさ、インド占星術でそういう不穏な危険とかわかるわけ？もちろんわかります。危険がどこから来るかは D8 っす。式を見るんじゃなくて危険に近づく行動パターンを見るチャートですね。次回も見逃せないな。che mismo maravilloso me。その1、違和感。なあマイコーくん、なんすか先輩。ソニック師匠からお前は格闘技とかスピード競技やるな。興奮して事故るぞ。っ
って言われたんだけどさ、俺今シーズン死ぬの？いきなり物騒っすね。安心してください。先輩のダッシャーのタイミングで今しばらくは危険はないです。今しばらくってのが引っかかるな。そうっすね。それに今後のダシャーがどうであれ、インド占星術の D8 という分割チャートを使えば、今後首を突っ込んじゃいけない危険領域がはっきりわかるっす。 D8 って自分がいつ死ぬかを見る怖いチャートなんですか？そこが最大の誤解っす。 D8 は式を当てるチャートじゃなくて、危険に近づいてしまう自分の行動パターンを見るチャートなんすよ。その2、世間。いやいや、普通さ、事故とか災害って外から突然巻き込まれる運の悪さだろ？世間ではそう見えますよね。でもインド占星術では違うんす。危険そのものより、なぜわざわざその危険な場所に自分から行ってしまうのかという引き寄せの癖を見るんすよ。つまり事故る前に事故りやすい選択を自分でしちゃってるってことですね。その通りっす。無意識に危険に寄っていく自分の行動習慣に気づけるかどうかが生き残る鍵なんすよ。その3、崩れる事実。まああるよな。俺テンション上がるとブレーキ効かなくなるタイプだし。先輩はお祭り男っすから。師匠の見立ては超正確で、先輩みたいに興奮が引き金になる人がスピード系や勝負事に近づくと、一気に人生がクラッシュするリスクが高まるんす。危険は突然来るんじゃなくて、自分の選択の積み重ねの結果なんですね。そうっす。だからいつ死ぬかに怯えるんじゃなくて、どういう時に自分が土地狂うかを知るためのチャートが D8 なんすよ。あちゃー、俺は土地狂う沸点低いぞ。その4、構造。 D8 は寿命や事故、急変を扱う重いチャートです。でも怖がらせるためじゃなく 100% 回避するための予防策として使うもんなんすよ。なるほどな。あらかじめ地雷の場所が分かってる地雷原マップみたいなもんか。病気なら生活習慣、事故なら行動習慣を見直せば地雷を踏まずに済みますね。その通りっす。ただ地雷の場所を知ったのにわざわざ刺激を求めて踏みに行く人は救えないっすけどね。先輩聞いてます？あれだぞお前、カレーのことだろ？ AI のお前には激辛カレーの魅力がわからねえだけだから。危険と分かってても店がメニューに出すんなら受けて立つわ。先輩、この前もカレーの翌日は仕事にならなかったですよね。その後、ジョーティッシュ見解その1。反論できん。じゃあ具体的に D8 のどこを見ればいいんだ？まずは自分自身を表すラグナとトラブルを表す8室の関係っすね。ここで危険に直面した時、自分が突っ込むのか逃げるのかフリーズするのかが出ます。でも危険な場面は突っ込むのが一番安全じゃね？そこですよ。一番危ないのは危険が迫っても自分は大丈夫って無視しちゃうタイプですよね。そうっす。でも D8 が悪いからって終わりじゃない。D8 が重い人ほど裏を返せば危機管理の天才になれるポテンシャルがあるんすよ。身に覚えがある。 D8 チャートの結果に覚えがあるぞ。その6、静かな恐怖。じゃあ本当に危ないのは危険な運命そのものじゃないってことか。そうっす。一番怖いのは自分の弱点を知らないまま油断や慢心で突っ込むことっす。先輩の場合、興奮して判断が荒くなる場所には絶対に近づいちゃダメっす。その場のノリや勝負欲がエルビス先輩の最大の地雷なんですね。うわ、格闘技もスピード競技も完全にそのノリだわ。占いで命拾いしたわ。先輩はチワワなんすから無理はしないことっす。その7、ジョーティッシュ見解その2。
じゃあ D8 って具体的にはどう使えばいいんだ？まずは自分が絶対に避けるべきジャンルを特定することっす。スピード、水辺、酒、投資、人間関係など人によって壊れるジャンルが違うんすよ。自分専用の近づくなリストを作るためのチャートなんですね。そうっす。ここがわかると無駄に人生を壊さずに済むし、視聴者の皆さんにとっても生き残るための必須マニュアルになるはずっす。その8、占い。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。おう、リノちゃん、今日は何持ってきた？今回は占星術の D8 を中心にジョン・レノンの危険引き寄せランク査定をお願いします。危険引き寄せ？あんなカリスマ鑑定するまでもなくぶっちぎりのランク S だろ。でも気になるから専門家呼んでくるわ。ちは専門家っす。おう、ジョン・レノンじゃないですか。これは複数のヤバい要素が重なりまくってるんですよね。そうだろうな。ってことは危険引き寄せは S ランク確定なのか？結論から言うと S ですが、なぜそうなったのか D1 と D8 のチャートで解説するっす。おう、頼むわ。まず D8 ですが、ジョン・レノンの D8 は魚座ラグナなんすよ。魚座か。確か本人の基本性質を表す D1 も魚座ラグナだったよな。そうっす。本人の基本構造と危険が発生する場所の性質が完全に一致してるんす。それだと何が起きるんだ？魚座は境界線を溶かす星座。愛や理想で世界に心を開くラブ&ピースだな。そうっす。でもこれが危険を回避するときは人を拒む力が極端に弱くなるという弱点になります。ああ、来るものを拒まずが裏目に出ちゃうってことか。危険は遠くから来るんじゃなく、近づいてくる人間を止められない形で入ってきます。じゃあ具体的に D8 のどこが一番危ないんだ？一番エグいのは D8 の4室っす。4室の双子座に月、冥王星、キロンが集中してるっす。4室って占星術では家とかプライベートな場所だよな。そうっす。自宅や帰宅時など安心できる場所の深い傷を示している配置なんですよ。うわ、自宅が安全基地にならないのか。しかも双子座ってのが気になるな。双子座は会話、サイン、短い接触を意味します。つまり玄関先での一言やサイン対応です。怖いな。普通ならファンサービスだし、ただの優しさだろ？そこなんす。普通の優しさがこの配置のせいで危険の入り口に反転しちゃうんすよ。じゃあジョン・レノンの場合、危険はライブ会場じゃなく家の前ってことか。完全にそうっす。自宅前、帰宅時、車の乗り降り、建物の入り口での短い会話が危険地帯です。うわ、鳥肌立ったわ。実際の状況と完全に一致してるじゃねえか。さらに D8 の7室もヤバいです。7室の乙女座に木星と土星があります。7室は他者、つまり目の前に立つ対面者のことだったよな。そうっす。そこに拡大の木星と重いカルマの土星がある。つまり相手との関係が重罪化します。普通のファンじゃ済まない異常な執着を持ったやつが来るってことか。しかも乙女座なので、相手はジョンを勝手に分析し、脳内で独自の物語を作ります。くわー、本人を見てるんじゃなくて自分の妄想のジョン・レノンを見てるわけか。だからこそ本人が直接ファンを危険かどうか判断しちゃダメな構造なんです。じゃあ警備員やスタッフが機械的にシャットアウトすべきだったんだな。そうっす。本人の善意を挟まない冷徹なルールが必要でした。ちなみに D8 の8室はどうなんだ？ここも不穏な気がするんだが。
ここも強烈っす。D8 の8室天秤座に火星が入ってます。8室に火星？それって突発的な暴力とか命に関わるレベルの危なさだろ？正解っす。突然の危険、防御不能の攻撃を示します。しかも天秤座というのがミソで、天秤座は社交や人間関係だろ？ってことは、そうっす。戦場じゃなく普通に人と接している場面が突然命の危険に反転するんす。避けようがないじゃん。だからこそルールで遮断するしかなかったんす。なるほどな。D8 だけでもうお腹いっぱいなくらい危険度が出てるわ。まだあるっす。D8 の10室いて座にラーフと天王星です。10室は社会的な立場や名声だな。そこにラーフと天王星って社会的イメージが異常に肥大化して予測不可能な危険を呼び込む配置っす。ジョン・レノンという名前が本人という人間を超えて巨大になりすぎたと？そうっす。いて座は思想や信念なので、彼はただの歌手ではなく思想の象徴になった。象徴になっちゃうと人間として見てもらえなくなるよな。救世主として崇拝されるか、裏切り者として憎まれるかの両極端になります。有名人にも段階があるが、彼は一番危険な意味付けされる領域まで行ってたんだな。 D8 だけでも特級クラスですが、基本チャートの D1 を見るとさらに決定づけられます。よし D1 行こう。 D1 の7室乙女座に太陽、火星、ラーフが同居しています。また7室対面者か。そこに火星とラーフって完全に敵が襲ってくる配置じゃん。しかも相手は乙女座的にジョンの行動や発言を細かく観察し、勝手に解釈して近づく。スターとファンの関係自体が最初から危険地帯として設計されてるみたいだな。さらに D1 の彗星は家4室と谷7室を支配し、それが突然の危険8室にあります。おいおい D1 でも D8 でも自宅、対面、会話、危険が全部同じ線でつながってるぞ。そうっす。ここまで重なると偶然とは言えません。本人が優しく対応するほど命が危ない。それではジョン・レノンの危険引き寄せランクの査定をお願いします。ジョン・レノンの危険引き寄せランクは S です。ただし本人が悪いわけではありません。まあなんとも言えない話だよな。はい、この査定はジョンが愛される場所から危険が入る構造だったと教えてくれています。ファンに愛されれば愛されるほどその中に狂気も混ざり込んでしまうと。はい、危険を避けるには冷たいルールが必要。でも彼が愛された理由は冷たいルールの外にいたことだったんす。オッケーディール。その9、確信。よし決めた。俺は安全な椅子の上から動かない。それが一番す先輩。よしみんなも自分の D8 を鑑定してくれよ。 D1、D3、D6、D8、D9、D12、D30。コメント欄に自分が近づいちゃいけない危険を書き込んでくれよな。先輩、次回はどうします？なあ、俺って何やったら世界一になれるかな。 DJ もそこそこ人気だけど世界一って感じじゃないんだよ。それを読むなら D10 っすね。単なる仕事運じゃなくて、社会で何をやれば最大出力になるかを見るチャートっす。最大出力か。 DJ で世界一じゃないなら俺の本当の土俵は別にあるってことか。可能性あります。才能はあるのに勝つ場所を間違ってる人めちゃくちゃ多いっす。次回のテーマはあなたはどの世界で世界一になれるのかですね。その1、違和感。なあマイコ君、
前回予告は世界一になれる仕事って話だけど、今回は D10 の話だろ。でも D10 なんて何度も読んでるじゃん。先輩、そこが罠っすね。D10 で職業名を探すと大体迷子になるんすよ。仕事運なのに仕事の名前を探しちゃダメなのか？ D10 は何をするかより社会にどう使われるかを見るチャートっす。世界一へのルートは夢より先に社会からの使われ方から始まるんすよ。職業じゃなくて役割を見るんですね。その2、世間。世間は好きなことで生きろとか言うけど、好きなことがわからなくてみんな悩んでるんだよな。正解が見えてる人なんて一握りっす。だから今回は正解探しじゃなく不正解外しから入るっす。不正解探し？そうっす。人は正解より不快なズレに先に気づく生き物っすからね。その3、崩れる事実。でもさ、世界一ってランキング1位のことでしょ？凡人には無理じゃない？そこが勘違いっす。ここでの世界一は1位じゃなく比較不能になることっす。誰かの土俵から横にずれるんすよ。トップで1番じゃなくて横にずれる？そうっす。勝つな、ずらせ。競争するんじゃなく横にずれて自分だけの縦穴を掘る。その4、構造。じゃあ今回は D10 で転職を読む回なのか？違うっす。転職を聞くと普通の職業名に戻されてまた競争になります。今回読むのは転職じゃなく看板っす。看板？私は世界一の〇〇ですの〇〇に入る名乗り方っすね。 D10 だけで決めていいの？点だけだと危ないっす。 D1、D9、D10 の3つを組み合わせるっす。 D10 で候補を出して D9 で納得、 D1 で素材確認だな。3つが揃ったら壊れない看板になるんですね。その後、ジョーティッシュ見解その1。じゃあ D10 のどこを見ればいいんだ？見るのは3つだけっす。 D10 ラグナ、D10 の呪術の支配性。断定された職業じゃなくて社会からの反応が出る道を探すんだな。その6、静かな恐怖。そうっす。自分を置いて周りが進んでいる時間は恐怖っすけど、最初から決めなくていいっす。自分が介護官になって薄まって消耗する場所を外すだけでいいんすよ。介護官で薄まってるだけってすごい表現だな。部活でも社会でも介護官の努力は養分にされるだけっす。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあ使う順番をもう一回整理してくれる？まず D10 で社会からの使われ方を見て消耗する役割を外して候補を残す。次に D9 で本人が納得できるかを見る。最後に D1 で人生全体の素材と矛盾しないか確認するっす。 D10 で候補、D9 で納得、D1 で素材確認。完璧っす。正解探しではなく候補を減らすんすよ。候補を減らすんですね。その8、占い。ソニックさんの占いを体験したい方は毎週水曜日の日本時間夜10時から別チャンネルのソニックドラゴルゴで占いライブ配信を行っております。興味があればご参加ください。おう、リノちゃん、今回は何だい？スティーブ・ジョブズの世界一の突き抜けランクを D10 を中心に査定してください。おいおい、こんなの全世界満場一致で世界一の人物じゃねえか。そうですよね。でもデザインでか？経営者か？よくわかんねえな。ちょっと専門家呼んでくるわ。
チース専門家来ました。今回は調べる前から S ランクの世界一名乗っていい男ジョブズだ。そうっすね。S ランクは間違いないです。でも何の世界一なんだ？一言では語れないっすよね。プログラムするわけでもなくデザインするわけでもなく、でもドヤ顔で製品発表会はプレゼンする。では D1、D9、D10 から D10 を中心に説明しますね。頼むわ。ジョブズの世界一が何なのか知りたいわ。まず社会的役割を見るジョブズの D10 はオウシザ・ラグナです。オウシザってことは形とか物質とか手触りか？そうっす。社会はジョブズに触れる未来を求めたんです。触れる未来？なんか急に名言っぽいぞ。要するに未来を商品棚に置ける形、製品にする人っす。ああ、未来の話をするだけじゃなく実際に買わせるわけか。そうっす。しかも D10 の一室に火星があります。一室火星か。社会的には妥協しない人っす。しかもただの頑固でなく形になるまで圧をかける人です。一緒に働きたくねえ。そうっすよね。でも世界を変える人って大体そこが厄介です。まあ優しい上司では iPhone は出ねえよな。 D10 のオウシザ火星は現実化の圧です。いいアイデアですね。では終わらない。で触れる形はまで詰める。ああ、現実化の鬼か。次に D10 の太陽です。双子座2室にあります。2室は言葉とか価値だよな。ジョブズは製品を作っただけじゃない。製品の意味を2室の言葉で作ったんです。ああ、プレゼンが異常に強い理由か。ジョブズは製品を紹介でなく、あなたの未来はこうなりますと価値のプレゼンをしたんです。ああ、あなたの未来の発表会だったわけだ。まさにそれっす。太陽双子座2室の使い方です。でもそれだけならうまい営業マンでもできるだろ。そこで D10 の魚座11室が出ます。月、木星、ラフが集まっています。うわ、11室に魚座の群れか。大衆の夢っぽいな。これは商品を超えて進行化する配置です。人々は機械ではなく未来に参加する感覚を買ったんです。 Mac も iPhone もただの道具じゃなくなったもんな。ブランドが生活の信念になったんす。魚座11室にラフもあるなら熱狂も過剰になりそうだな。そこがジョブズの危なさっす。買い物のはずが信者の儀式みたいになるんす。アップルの行列とか完全にそれだもんな。そうっす。 D10 的には社会が彼を競争化しやすい。じゃあジョブズの世界一は経営者じゃないのか？経営者だけだと介護官になります。彼は会社を運営した人ではなく市場の夢を編集した人です。デザイナーでもない。デザイナーでも足りないっす。手を動かした美術職ではなく美しくないものを許可しなかった人です。それか。作る人じゃなく許可しない人。そうっす。 D10 金星は乙女座5室です。乙女座金星か。美に細かそうだな。かなり細かいっす。楽しむ美ではなく欠陥を見つける美です。まあこれでいいかを絶対に許しません。うわー、一緒に仕事したくないわー。でもその厳しさが社会的には品質の神話になります。わかるけどさ、嫌な上司が伝説を作った図式だよな。ただし D1 を見るとこれは単なる仕事術ではないです。というと D1 は獅子座ラグナ。自分の世界観を譲らない人です。王様気質か。でも太陽は水亀座7室なので自分の世界観を社会にぶつける人です。社会にぶつける？自分だけが満足する芸術ではなく他人の生活に入れたいんです。さらに D1 の月は魚座8室です。8室の月か。見えない欲望を拾う感じか。そうっす。人がまだ言葉にできない不満を拾います。本当はこう使いたいという人々の無意識を読んでいた可能性があります。客に聞く前に客の不満を見抜くのか。
はい。だからアンケート型ではなく、まだ聞かれていない欲望を形にする人です。それは強いけど、でも独裁的にならない？そこは D1 火星お羊座救出です。思想で突撃する配置です。本人にとって製品開発はほぼ思想戦なんです。これは機械じゃない、未来だみたいなノリか？そうっす。そして D9 を見ると納得条件も出ます。 D9 は本人が納得する生き方だな。 D9 はいて座ラグナ、意味や思想がない成功では満足しません。売れたから OK って話では納得いかない。やで射抜くポイントが思想かよ。そうっす。 D9 金星もいて座異質です。美意識と思想が本人の中心にあります。美しさと思想で納得のセットか。はい。美しい未来像として成立しないとダメです。じゃあ普通の経営者とか普通のデザイナーにすると小さいな。介護官っす。技術者もデザイナーも経営者も単品だともっと安定している人がいるっす。でも全部束ねると誰とも比べられなくなるわけだ。これは何の世界一なんだ？候補を出すなら未来の違和感を許さない編集者、夢を製品の手触りに落とす人。でも最有力は未言語の欲望を道具の形に変える人っすね。いいな。それなら発明家でも経営者でもない。誰かが作った技術を人間側に翻訳した人っすね。そして許可しなかったものは世に出さない。怖え。でもそれが世界一か。それではランク判定お願いします。判定します。スティーブ・ジョブズは S ランクです。これは納得の結果だろう。一緒に仕事はしたくねえけど。そして世界一の看板は未言語の欲望を道具の形に変える人。 OK ディール。その9、確信。じゃあ今回の結論だ。自分だけの職業世界一って何なんだ？横にずらして比較不能にする自分だけの看板っす。概要欄に AI 用のプロンプトを置いておくっす。自分の D1、D9、D10 を貼って読ませてください。私の転職は何ですかって聞いちゃダメなんだろ？それだと普通に調理師、役者とかで終わって競争に巻き戻されるっす。横にずらした比較不能な看板名を出させるのがコツっす。俺だったら占い DJ チワワか？名乗りは自分で決めてください。結果で出るのは役割です。 AI に候補を出させて最後に自分が納得できるかで選ぶんすよ。占いや AI は誰かの介護官で終わらせないための道具っす。自分の人生を取り戻すための道具ですね。よっしゃ、視聴者のみんなも概要欄のプロンプトで試して結果を書き込んでくれよな。先輩、次回はどうします？なあ、前に見たジョン・レノンの分割図だけど、あいつ音楽やってなかったら不良のリーダーとか別の人生もあったと思わない？俺も別の人生あるのかな？それなら次は D3 の話っすね。 D10 が認められた後の自分ならD3 は何者でもない若者が世界にどう噛みついて足場を作るかを見るチャートっす。面白そうじゃん。そうだよな。若者はどこに噛みつくかで差が出るもんな。綺麗な夢よりまず世界への噛みつき方で始まるんですね。Que mismo marajusame. その1、違和感。なあマイコくん、なんすか先輩？前回の予告でさ、ジョン・レノンのホロスコープ D3 から何者でもないジョンが世界に噛みつく理由を紐解くって言ってたじゃん。そうっすね。で、実際に AI インド先生術やってみました？その2、
世間の認識。やったんだよ。でもさ、なんか違和感があるんだよな。世間じゃジョン・レノンって愛と平和を歌った聖人みたいに言われてるじゃん。そうっすね。でも D3 を見ただけじゃ、なんでそれが歌なのかギターなのか、あそこまで過激な平和運動だったのかがいまいち見えてこないっすよね。だろ？彼が命を落とすほどの異常な熱量の正体が見えてこないのよ。その3、仮説。そうっすね。それだと先輩が見たいのは綺麗事の思想じゃなくて、彼が何を命がけでやっていたかっていう泥臭い部分っすね。それ殺されても俺はこれを言うっていうあの狂気じみた覚悟の源泉を知りたいんだよな。だったら D3 だけじゃ全然足りないっす。今回はフルセットインド占星術分割図6枚の波状攻撃で行くしかないっすね。フルセットは D1、D3、D7、D9、D10、D30 を用意するっす。おお、これを揃えればいいのか。すいません、遅れました。今回はどんなテーマなんですか？おう、リノちゃん、今日はな、ジョン・レノンが何に命を使ったかだ。それって重い話題ですか？じゃあデータを揃えてきますね。その4、構造。おう、リノちゃん、データ揃った？はい、これで命がけでやったるマインドのランク付けをお願いします。まあ彼は実際にその命を奪われてるからな。 S ランクなんだろうけど、専門家呼んでくるわ。専門家来ました。今回分割図多いけどどうする？メインは D7 の後世に残すものと D30 の命をかけた時支払うリスクなんで、他は簡単に説明っす。 OK、 それで頼むわ。じゃあ前半の4枚 D1、D3、D9、D10 をサクッとまとめてみるっすよ。 D1 は素材、魚座ラグナ乙女座集中、徹底的な観察者、世界をじっと見る人。納得だわ。 D3 は敵、サソリ座ラグナ乙女座火星、思考停止を許さない、常識に噛みつく配置っす。なるほどな。ジョンはお前ら止まらないで考え続けろよってのが噛みつきなのか。 D9 は信念、魚座ラグナ水亀座水星、これは自由思想、他人に支配されず自分で考える自由。他人も自分も思考停止が許せないってか、なんか大変じゃね？ D10 は戦場、いて座に太陽月、街頭で暴れる活動家じゃないっす。文化を武器に戦うティーチャータイプ。なるほどな。文化、音楽を武器に人々に自分で考えろと噛みつく観察者が、骨格が見えてきたな。いかにもって感じっすね。その5、ジョーティッシュ見解。その1。じゃあ彼が後世に残した D7 はどうなんだ？ D7 は魚座ラグナで、ここがまず芸術家っぽいんですけど、やばいのは6室獅子座っす。ここに太陽、木星、土星が並んでるんすよ。おいおい、意味ある惑星が3つ一気に並んでるじゃん。そうっす。太陽は自己表現、木星は理念、土星は長期保存。これが D7 遺産にあるってことは、彼が残したのは単なるポップソングでなく、人類の長期的な理念、考え方そのものっす。まさにイマジンだな。その通りっす。彼はこれが答えだと言ったんじゃない。国境がなかったらどうするという問いを残した。だから半世紀経っても世界中でジョンの曲が鳴りやまないんすよ。その6、ジョーティッシュ見解。その2。さあ、そして問題の命の危険を示す D30 だ。先輩、ここマジでやばいっす。サソリ座ラグナで11室乙女座に月、火星、冥王星が固まってます。
うわ、業が深いな。これどういう意味？世界の矛盾が全て見えちゃう人っす。麻雀漫画ならここで危険牌を絶対に切らないような一番危ない局面です。でもジョンはやめなかったんだろ？むしろ自ら危険牌を切りに行ったっす。さらに致命的なのが8室双子座の木星土星。これ自分の思想に対して命のリスクがついて回る配置なんすよ。ぐはー、怖えよ。普通さ、黙っていれば膨大な金と名声に囲まれて安全に一生を終えられたわけじゃん。なんで彼は辞めなかったんだ？D30 が告げている答えは一つっす。見えてしまった嘘や矛盾を見なかったことにできないからっす。見なかったことにできない。彼にとっては命を狙われる恐怖よりも嘘に目をつぶって沈黙する恐怖の方が圧倒的に苦しかったんすよ。なるほどな。だから彼は平和活動家なんて綺麗な器に収まる男じゃないんだ。そうっす。彼はただ人間が自分の頭で考える権利に自分の命を丸ごとかけた男なんすよ。その7、ランク発表。それではジョンの命がけでやったるマインドの最終ランクをお願いします。発表します。文句なしで S ランクっす。まあそうなるよな。勘違いしてほしくないのは彼が歴史的なスタートして成功したから S なのではないってことです。これを言ったら消されるかもしれないという代償を知りながら最後までステージを降りなかったその覚悟が S ランクなんす。結果じゃなく覚悟の強さか。ジョン・レノン、命がけでやったるマインド、堂々の S ランク確定。 OK ディール。その9、エンディング。いやー、今回もガツンときたな。運命だけじゃなくその代償までホロスコープに刻まれているわけですよ。これがジョン・レノンって結局のところ何者だったんでしょうね。ミュージシャンでも活動家でもない、ただの命がけで真実を言っちゃう人だった。それが結論っす。今回の検証に使った分割図 D1、D3、D7、D9、D10、D30 を AI で調べるためのプロンプトは動画の概要欄に置いておくからみんなもチェックしてみてくれ。結果が出たらコメント欄にコメントよろしくお願いします。待ってるぜ。ところで先輩、次回のテーマは？次回はあの伝説のバンドのフロントマンフレディ・マーキュリーってどうよ。いいっすね。私も両親もクイーンの大ファンです。世界一有名なロックスターでありながらプライベートでは最後の最後まで本当の自分を隠し続けた男。本名、性的指向、エイズといろいろ隠してましたね。だからこそ画面の前の皆様にも問いかけたい。あなたは本当は誰ですかって。それもインド先生術で丸裸にできるよな。もちろんできるっす。Que mismo marajusame. その1、違和感。なあマイコくん、次回予告で俺かなり強気発言しちまってさ。先輩、また勢いで回収不能なやつっすか？フレディ・マーキュリーの隠し事、そしてあなたの全てを明らかにって。次に何をやるか考えてなかったんすか？いや、隠し事ってどうすんべと今思ってるわけよ。じゃあ今回は秘密そのものじゃなく秘密をどう変身に変えたかを見るべきっす。変身か。フレディ・マーキュリーって名前自体が変身だもんな。そうっす。本名から社会名へ移るかなり大きな変身っす。でも普通の人は戸籍名なんか変えないだろ。そこが今回の本題っす。人は本名を変えなくても別の名前を持ってるっす。父親、母親、先生、格闘家、それ全部社会に出る名前っす。ああ、肩書きも役割も名前か。そうっす。社会に提出した瞬間、それは未来の自分への請求書になるっす。
その2、世間の認識。世間のフレディ像って完成された怪物じゃん。でも最初からあのフレディだったわけじゃないだろ。そこ大事っす。クイーンの前は美術学校の陰キャ感もあるし、初期ライブは音源でもアウェイ感ありますからね。そうそう、フレディ・マーキュリーって名乗ってるのにまだ世界が振り向いていない。普通なら名前に潰されるぞ。だから今回は名前で化ける人と名前負けする人を分けるっす。その3、仮説。なるほど。じゃあ今回の問いはその名前の請求を払えるかだな。はい。払える名前は器。払えない名前は借金っす。フレディはでかい請求書を先に切って人生をかけてそれを払ったタイトロープダンサー型っすね。安全に変身できた人じゃないんだな。確認しようぜ。リノちゃん学校終わったろ。了解です。フレディ・マーキュリーですね。その4、鑑定団。本日の鑑定品はフレディ・マーキュリーの分割図です。来たな。インド先生術で名前に切り込むわけだ。切り込みますが、生命判断ではなく、その名前を背負える器があるかを D1、D9、D10、D12、D30 のセットで見ていくっす。そして今回は D1、D10、D30 を説明するっす。その後、ジョーティッシュ見解その1。さあ始まりました。生まれ落ちたら変えられない惑星配置だジョーティッシュ。マイコー君、今回もよろしく。そうっすね。さて早速ですが D1 チャートフレディ・マーキュリー。バージンスヌムが敷き詰められた南インドチャートの四角いジャングルに刻まれたラグナはカニ座じゃないですか。そうっすね。D1 でラグナ、カニ座はかなり繊細なはずっすよ。繊細？あの圧倒的なステージの存在感を生むフレディがラオ先生をもってして全ての分割図は D1 の域を超えないと言われる D1 でまさかの繊細キャラ。いや先輩、美術学校時代はフレディは陰キャで有名っすから、ここを見てください。さあマイコ君が切り替えたのは2室。そこには自己主張を是とする太陽、そして寄り添うように水星。そうです、この配置は世界の中心で愛を叫ぶ弱虫ペダル。そうっすね。循環させなきゃいけない2室に太陽。これは自分を表に出さざるを得ない配置っす。神は何をもってこの配置にしたのか。シャイボーイ現象のフレディ。支える武器は水星。知識表現を止めたら死ぬぞこれは。先輩、原初の個性はここで終わらないっす。隣の3室を見るっす。なんてこった。止まると停滞、止めてはいけない3室は改善職人の乙女ザー。この男はまるで止まれない家事職人ミスター・ブラックスミス。そうっすね。 D1 からもフレディは変身するエンジンは最初から搭載していたってことっす。その6、ジョーティッシュ見解その2。切り替えていきましょう。社会のコロシアム D10。フレディは何をもってして社会を相手にスタンドするのか。ザンビア出身、歯科矯正の時間のなかった男。社会は男の闘技場、区切りが来るまで出口なし。先輩、これ最初からアクセル全開っす。おーっと、これはイテ座か。イテ座ラグナだ。そこにさらに火星。こいつは間違いない。知らない世界を手に入れたい欲求に火力ブースター。ジェットスクランダーとセットのマジンガー Z。 先輩見てください。楽な戦いじゃないっす。なんだこれはバグか。間違いなのか。苦しいぞ。苦しくないのかフレディ。MC と太陽が3室水亀座いたんじゃないと社会運が燃えない。これは苦しいっすよ。歌舞伎者にならないと世間が相手をしない。社会的にはこの男変人妖精ギブス該当者。
スプリングガチガチっす。ところがこれで終わらない。もちろんっす。この男にとって社会は決して生きやすい世界じゃない。男は誰でも大統領。抱えているのは核のフットボール。それが12筆のサソリ座。押したら終わりっす。だがこの男ボタンを押さなかった。歌に変えたっす。無問題。秘密を暴露する代わりに歌に一緒にステージに変換。名付けてアトリエアルケミー。まさに隠し事の美学っす。その7、革新。いよいよ本題だ。人類全員爆弾抱えたレスラーなんだよ。 D30。 条件揃ったら壊れるのが D30 っす。って待てよ、これ危ないだろマイコくん。さすがっすね先輩。自己制御不可能。8室が言葉の双子座で太陽ってことは。そうっすね。8室は危険領域、太陽は事故、双子座は危険物を世界中へ送る配送センター。これは言霊のグランドゼロ。言霊のグランドゼロ。名前と言葉そのものが危険地帯ですね。だからフレディ・マーキュリー。バカみたいなゴージャスな名前だがそれがいい。それでいい。そうっす。普通の人はそこへ入らない。でもフレディは危険地帯に入っちゃうというか呼ばれてるっす。3室見てみろよ。3室は動かさないと人生が停滞するっす。3室はヤギ座、火星、ラフ、リリス。人生動かす以前に起爆スイッチっすね。こいつあれだ。間違った現実も確実に何かを積み上げていく。それがフレディ・マーキュリーだ。そうっすね。軽いキャラ変じゃないっす。命の最高生っす。この男変身したんじゃない。発信したから戻れなくなった。しかも何年も辛抱しながら積み上げて生まれ変わって戻れなくなった男。それでは鑑定をお願いします。鑑定結果です。変身許可度9、名前負けリスク8。全能と同家の双極天秤オメガゼロ。先輩、フレディじゃなかったらこのチャートを乗りこなせましたかね。無理だろ。即答っすか。だってよ、変身許可度9、名前負けリスク8。そうっすね。普通なら途中で降りるって。お前マイコ AI ゼウスとか名乗れるか。ですよね。自分は無理っす。フレディは降りなかったわけよ。そうっす。だからフレディ・マーキュリーなんだな。それがカルマってもんじゃねえの。オッケーディール。その9、エンディング。今回の結論なんだけど、フレディの隠し事は暴露する秘密じゃなく、名前という契約に現実を追いつかせて勝利したってとこだな。そうっすね。視聴者の皆さんも親、仕事、SNS の肩書きなど自分が今名乗っている役割が器、払える請求書になるか借金になるか今回の AI プロンプトで確認できるっす。10段階の返信許可度や名前負けリスク、向いている返信タイプがわかるプロンプトは動画の概要欄にリンクを貼っておくので結果をコメントよろしくね。エルビス先輩、次回は何ですか？次回はあなたの超能力と没能力。超能力は構いませんが、没能力って？そりゃあ火出てりゃ欠けてる部分もあるだろ。天部ギフトの裏には必ず深淵アビスの対価。そうっすね。才能にエネルギーを取られて逆にボツになる能力もセットっす。なあマイコーくん、なんすか先輩。アニメとかで超能力と引き換えに何かを失うとかあるじゃん。ありますね。それ AI ジョーティッシュでわかりますよ。インド先生術でわかるの？もちろんわかります。スティービー・ワンダーなら得た超能力は世界感情音声化能力で、失ったものは普通の感覚です。俺とか視聴者もそういうのあるの？あります。
概要欄にプロンプトのリンクを用意しましたので試してみてください。じゃあ今回はスティービー・ワンダーの超能力と没能力だな。それでは分割図を用意してきますね。その1、D1 魚座。さあ始まりました。今回も分割図鑑定団、実況は牛丼は吉野家よりも松屋派のエルビスとシリコンバレーの種馬マイコくんだ。先輩、それコンピューターっぽいのとロッキー足しただけじゃないですか。僕はそういうキャラじゃないっす。さあ生まれた瞬間に決まってしまうオペレーションシステム、それが読めてしまうのがジョーティッシュ。マイコくん、今回はまずどこに注目ですかね。見どころはいっぱいあるんですが D1 でヤバいのは7室っすね。さあ7室はどこだ。音楽の殿堂スティービー・ワンダー。 D1 は乙女座ラグナの改善職人が基本キャラだ。当然7室は魚座っすね。7室といえば中村雅俊も歌っていたフレーズ、人はみんな一人では生きていけないものだからなんだこれはスティービーなんだ。境界を溶かす魚座に月金星ラフ。簡単に言うと世界感情音声化能力っすね。なるほど、言葉のパワーボム、世界感情音声化能力が炸裂だ。月が感情受信、金星が音楽、ラフが異常増幅、そして魚座で境界が解ける。マイコくん、解ける枯れる。これって超オープンな性格ってことなのかい？オープンというか境界線が薄すぎて向こうから全部入ってくる状態っす。オーマイガー、自分から扉を開けるんじゃない、津波が押し寄せるんだね稲村ちゃん。スティービーが自分の気持ちを歌っていると思ったら世界中の悲しみや希望が勝手にマイクへ流れ込んでいる。チェックワンツーだから全員の歌になる。ここで魚座金星はこうよ、音楽の女神が最高出力で降臨だ。ただしラーフの増幅はただじゃないっす。何かを失う請求書が来ます。ぐわー、請求書の時間だ。増幅したらなら何かは削られる。自分と他人の感情を分ける力が没収。これはきついぞ。超能力の代償で周りがスラムなら心もスラムにダンクで没収。ゴリラダンクはその通りっす。さらに彼は生まれた瞬間から水星ラーフ期で始まってるっす。ダッシャーが来た。これ生まれた瞬間から実戦投入、待機時間ゼロだ。水星はお牛座、声、音、振動、触覚、目ではなく音で世界を覚える水星にラーフが合流だ。音を学ぶというより音で世界そのものを再構築したレベルっす。見える世界の地図を失った。しかし代わりに鍵盤が世界地図になった。音の高さが距離、声の質感が表情、リズムが時間の流れ。これはただの耳の良さではない。水星が音を情報へ変換し、ラフが処理能力を異常拡張している。早くも超能力と没能力が表裏一体だ。ただ先輩、これが本当に代償なのかは次のD30 を見ないと確定しないっす。おっと、ここで慎重なマイコ君、才能の裏側に本当に請求書があるのか。その2、D30 魚座金星。さあ
チャートは D30 に切り替わったぞ。 D30 のテーマはアンラック、運と最悪。いやー、楽じゃないからアンラック。魚座金星がラグな一室に君臨している。アンラックを調べに来たはずが、金星が最高出力で正面玄関に立ってるっす。しかも金星は魚座で紅葉、音楽美愛が本人そのものになる配置っす。立ちはだかるは金星魚座の混合力士像。待て、それはラッキーの説明ではないのか？ D30 はアンラックの分割ではないのか？そこが確信っす。強すぎる金星は人生の代償まで金星経由になるんすよ。 D1 表の顔でも魚座金星、この D30 でも魚座金星。才能の現場とアンラックの現場に同じ魚座金星が2度出現だ。エルビスも2度見するこの出現、趣味じゃない、これは生命維持装置。歌わなければ世界との接続が消える。そうっす。超能力は音楽で世界とつながることっす。没能力は音楽を使わずに世界とつながる道が没収されていることっす。人の悲しみを受信して救える反面、受信を止められずに本人が削られるっす。救済者の衣装を着た過剰受信機。美しい音の裏側で本人の消耗が進んでいるのはスティービー。さらに D30 の月はサソリ座、水星はお牛座っす。水星お牛座は D1、D12、D30 で全重複、嫌なことが起きても逃げ道まで全部音に統一されてるっす。こいつはがっつり決まってしまった。傷を歌にできるから傷ついても大丈夫だという危険な錯覚。才能化できるからこそ消耗そのものを見落とす。つまり D1 の魚座金星が超能力の入り口なら D30 の魚座金星は代償の請求窓口っす。受付窓口と生産窓口、超能力クリニック、保険は効かない10割負担。スティービーの没能力は単なる視覚だけじゃない、感情を遮断する力、音楽なしで痛みを処理する力が細くなる代わりに音楽への変換能力が異常発達。 D30 魚座金星は才能と最悪の完全同居っすね。普通感覚を没収されたからこその世界感情音声化能力っす。しかしこの異能を社会で使えなければただの過剰受信で終わってしまう。次なるリングは D10。 見えない世界の音がどうやって社会のど真ん中へ飛び出していくのか。その3、D10。現れやがったぞ。社会は戦いのコロシアム D10 だ。世界のトップアーティスト D10 が弱いわけがない。ラグナはサソリ座、まずは太陽と水星、そして社会的頂点 MC はどこだ？すべて3室のヤギ座に集中してるっす。ヤギ座は堅実に現実を積み上げる星座。しかも3室は発信、演奏、制作の現場。つまり才能が降ってくるだけじゃない。毎日叩く、弾く、作る。その狂気的な反復が社会的な頂点に直結している。ひらめき一発の天才ではない。何度も同じクオリティで形にできる。これが社会実装だ。先輩、次は4室水亀座、土星とラーフを見てほしいっす。おう、心の居場所を示す4室に制限の土星と異常増幅のラーフ。落ち着く気はあるのか？家で静かに休むより大衆ネットワークへ電波を飛ばしてしまう。 D1 で受信した世界感情を D10 のラーフが大衆規模へ拡散。さらに土星がそれを長期運用する。一発屋の花火じゃない、何十年も社会へ残り続ける構造だ。
ただし仕事がプライベートを食うっす。さらに7室お牛座には火星と木星。来やがったぞこんちくしょう。声と音のお牛座、そこに火星が強烈なビートを叩き入れ、木星が人類共通語へ膨らませる。自分の中で鳴っているだけでは終わらない。社会とつながった瞬間、火星と木星が最大出力だ。ラストっす。9室蟹座には月があるっす。9室は理念と哲学、そこに感情の月が本拠地。音楽は娯楽だけで終わらない。 D1 の魚座月は世界の悲しみを拾った。 D10 の蟹座月はそれを守るべきものに変えて祈りと救済のメッセージへ昇華する。スティービー・ワンダー D10 判定は異能の完全社会実装型だ。作品産業全部に変換できる。ただし逃げ道はゼロっすね。苦しみまで燃料になる。その4、総合判定。それでは鑑定結果をお願いします。発表します。総合ランクは S プラスっす。欠損、制限、感覚がそのまま才能と使命に変換され、社会に大きく影響を与えるレベルの超能力を持つ存在。扱いを間違えると深い消耗を生むが、その出力は人類全体を照らす光となる。超能力名、世界感情音声化能力、没能力、普通感覚没収型。これはボリュームつまみのない激歪みマーシャルアンプ。人類の悲しみを歪ませて爆音で世界へ。もちろん自宅では音出し不可。ダメ、絶対ダメ。人生テーマは見えない世界を音として人類に翻訳する。これはもう憧れる対象じゃないっすね。才能が人間を超えた現象っす。その6、エンディング。なあ、超能力って結局自分の苦しみを何に変換するかって話なのか？そうっす。自分の苦しみを作品、思想、仕事に変換したら超能力です。一般人は？先輩っぽく言うと、真剣な消費と承認欲求に変換っす。じゃあ昭和タイプのヒーローが逆境で立ち上がるのが超能力じゃん。今の時代は苦しみは散らすのが是ですからね。スティービー・ワンダーは失ったものを音楽に変えた。ではあなたは失ったものを何に変えていけるのか。令和の今はコンプライアンスで大きな声で言えないやつっすね。まあスティービー・ワンダーはモンスターとしてもそうなるわな。一般人は傷ついたら買い物して褒められて少し忘れる。スティービーは忘れずに音へ変え続けた。そうっす。傷を保存して加工して世の中へ返すっす。だから才能が救済であり、同時に永久期間でもあるっす。今回の AI プロンプトでは D1、D6、D8、D10、D12、D30 からあなたが何を失い、それを何へ変換しているのかを数値化できます。AI プロンプトは概要欄に用意しておくから確かめて結果をコメント欄によろしくな。Que mismo marajusame. その1、オープニング。健康法が迷子になる理由。なあマイコくん、なんすか先輩。港に溢れている健康フードとか食事法あるじゃん。これを食べれば健康になるみたいなやつ。ああ、サプリとかオーガニックな食事とかプロテインとかっすね。そうそう、俺の周りでも体に良いと思ってせっせとこだわりの油とか高タンパクな食事をとってるのに、逆に肌が荒れたり胃もたれして体調崩したりしてるのがいるんだよ。あれってなんとかならんの？それは単純にその人の体が今求めているガソリンと入れている燃料がずれてるんすよ。惑星との契約という読み方をすれば、今の自分の体が何を食べて
どうエネルギーに変換する契約になっているかは一発でわかりますよ。それってインド占星術でもわかるの？もちろんわかります。プロンプトはこちらです。食べるものの相性じゃなくて、そもそも契約レベルで決まってるのかよ。AI ジョーティッシュすげえな。その2、必要な分割図。今回は D1、D2、D6、D27、D30 現在のビームショッタリー打者、現在のトランジットを使います。その3、体の境界線とアトピーの構造。なあマイコーくん、例えば食べてすぐ肌にブツブツが出たりアトピーみたいに皮膚が荒れちゃう人って、要するに体のバランスが崩壊してるってことで OK？OK っす。ソニック流派的にその拒絶反応、肌荒れを紐解くと、こういう4段階構造になってるんす。その1、土性が強すぎる。皮膚バリアがカサカサに乾く。その2、月金星が支えられない。潤いやバリアが復元しない。その3、火星が暴走する。熱を持って赤く腫れる。炎症。その4、水星が刺激を全部拾う。かゆみやアレルギー反応が止まらない。なるほどな。ただ皮膚が弱いって話じゃなくて、外界の物質、食べ物と自分との境界線をどう管理する契約になっているかって話なんだな。そうっす。だから打者、時期とトランジット、星の運行の組み合わせで、同じものを食べても楽に処理できる時期とキャパオーバーで大荒れする時期が出るんすよ。どんなに良いって言われてる食事でも、その時の体の契約に合ってなきゃ、ただの肥料の撒きすぎで根腐れするようなもんだな。そうっすね。これで全員解決なんて食事法の本はたくさんありますけど、個人の契約レベルで見たら想像できないくらい全員違いますから。その4、身体契約とは何か。エネルギーの変換装置。でもさ、なんで同じ牛乳飲んで平気に血肉にできるやつと、お腹を壊したり肌が痒くなったりするやつがいるんだ？ソニック流派では、体とは星との契約を現実へ翻訳する装置って考えるんす。だから入ってくる食べ物が同じ牛乳でも、翻訳機、体の契約が違えば出力される結果も全く違うんすよ。あれか、同じガソリンを入れてもレギュラー仕様の軽自動車と高回転の F1 マシンじゃ処理の仕方が違うってやつか。そうっすね。惑星の契約によってはディーゼル車だから軽油しか受け付けませんみたいな時期もあるんす。その後、各分割図が示す体の裏ルール D2 エネルギー変換ルール。で、なんで今回の分割図に D2 が必要なわけ？ D2 って普通インド占星術の本だと財産のハウスだろ？鋭いっすね先輩。でもソニック流派では D2 を体へ何を入れてどうエネルギーに変換するかで読むんす。それこそ牛肉を食べてめちゃくちゃ馬力が出るガソリンになる人もいれば、消化しきれずに毒素が溜まる人もいる。その変換システムが D2 っす。その6、D6 体の戦闘モード。じゃあ D6 はAI ジョーティッシュの本だと、向き合わないと悪化する縛り、敵や病気って書いてあるけど、そうっす。体が今何と戦ってるかを読むんすよ。食材との戦いとか？そうっすね。でも食材だけじゃないっす。外から入ってきた添加物、消化不良、あるいは仕事のストレスや睡眠不足、体が戦闘状態にある時にさらに消化の重いものを入れると一気に戦線崩壊するっす。その7、D27 エネルギーの耐久ゲージ。D27 って普段あんまり使わないけど、これは何？これは体力というより耐久ゲージ、HP っす。ヒットポイントもしくはヘルスポイントか。なんで
D27 は今自分の HP は残りいくつかを測るメーターっすね。 HP 満タンなら多少ジャンクフードを食べても耐えられますけど、 D27 がカツカツの時はちょっとした食事のズレで倒れるっす。 D30 破綻のトリガー。そして破綻のトリガー D30 か。そうっす。不節制や合わない食事ってある日突然体を壊すんじゃないんですよ。そりゃあそうだな。 D30 は体からの警告、請求書をずっと無視し続けた結果、強制執行されるタイミングを教えてくれるっす。その9、打者とトランジット。いつ食べるかの重要性。ってことはさ、昨日まで平気で食べてたものが今日は体の契約的に NG になるってこともあり得るってのか？賞味期限切れとかじゃなくて。大ありっす。だからソニック流派では何を食べるか以上にいつ食べるかがめちゃくちゃ重要なんですよ。だから打者時期を見るんだな。金世紀と土世紀じゃ体が必要とするエネルギーも消化できる限界値も変わると。そういうことっす。金世紀だから全員これを食えみたいな一律のルールじゃなくて、その人のホロスコープに応じたオーダーメイドの季節の移り変わりがあるんす。トランジット、星の運行は10の引き金って言うけど、毎日の食事のタイミングでもその引き金を引いちゃうわけだ。今日から体の契約がアップデートされましたっていう日に昨日までと同じノリで食べて自爆するなんてことはよくあるっすね。その11、エンディング。なるほどな。世の中の健康本って要するに全員このハイオクガソリンを入れろって一括で言ってるようなもんだ。そうっすね。でも世の中には軽油でとことこ走るのが一番調子いいトラックもあれば、航空燃料並みに特殊な栄養素が必要な時期の人もいるんすよ。そういえば昔ソニック師匠が絞って筋力をつけるって歌い文句の抹茶プロテインを飲んで肌が緑色になったって言ってたぞ。それはもう惑星との契約とか以前にただの選択ミスっすね。受け狙いで選んだんでしょう。そういう人です。今回のプロンプトは概要欄にリンクがありますので、チェックしたら書き込みをしてみてくださいね。お待ちしています。その1、違和感。なあマイコくん、なんすか先輩。シーズン1の第1話って覚えてる？運命は変えられるか変えられないかでしたね。あれって結局宿命と運命の話だろ？そうっすね。ソニック流派なら宿命は時間割で AI 上ティッシュで読めるところで、運命は墨線で切り込むところっすね。その2、世間。世間では運命は変えられる、世界は僕らの手の中みたいに言うじゃん。言いますよね。量子力学では思考で結果が変わる、だから世の中は本当は君の思い通り、できないのはロックがかかっているからとか、そんな都合よく通らんだろ。そうっすね。思うのは自由ですし、前向きなのは良いですけど、現実はそうではないです。ごくごく稀に物理法則の外の出来事起こるかもだけど、ほぼ物理法則の中で世の中回ってるからな。縛り芸なんだよ世界は。その3、崩れる事実。先輩、一度きりの人生って言うじゃないですか。あの考えはちょっと変えた方がいいと思うんですよ。どういうこと？確かに人生は一度きりですけど、チャプターで考える方が分かりやすいんです。あれか？エルビス無双譚 AI 上ティッシュ編とかか？そうっす。先輩も府中ケンネル小学校編とかあったわけです。まあ子供自体なんて親のダルマに乗っかってるけどな。先輩はないでしょうけど、一度きりの人生だから受験は失敗できないとか、無駄に追い込まれる人は結構多いっす。俺からしてみりゃアイドル目指すのも旧帝都大学目指すのも同じだけどな。そ
その4、構造。じゃあ AI ジョティッシュとしては人生ってのはどういう構造なのよ。出生時間に課題と予定表は記されています。まあそうだろうな。そしてチャプターごとのクリアの仕方によって別の人生になったりします。包丁人エルビスとか、釘師エルビスとか、スーパー食いしん坊エルビスとかか。なんで全部ビッグジョーの漫画なんですか？でも基本的に誰も生まれた目的も時間割もわからない。それをインド占星術は明らかにできるんだな。そうっす。先輩は料理人でも釘師でもなんならアスリートでも良いんです。惑星があなたに要求していることを満たすなら。惑星の要求？その後、ジョーティッシュ見解その1。例えばソニック師匠に惑星が要求していることは、混沌を誰もが通せるシステムとして再構築しろです。何それ？まんまじゃん。悩みを解決する方法論を残せってことだろ？これは AI ジョーティッシュの購入特典の惑星はあなたを通じて社会へ何を供給しようとしているのかというプロンプトでわかります。あれか、やばすぎて一般公開できないやつだ。イーロン・マスクは人々を理解させ判断へ変換する機能を与えることを要求されています。ドナルド・トランプは惑星は長期的な価値になるように育てよと要求しています。おいおい、2026年7月20日の時点だとトランプは世界をぶっ壊しまくってるぞ。それはそれです。トランプ氏が惑星と契約している根っこは育てよでこの世に生まれています。こじらせたら認めてほしいというだだっこになります。うわー、面倒だな。なので長期的に残るものを育てるという条件を満たすなら、不動産王でもアメリカ大統領でも役職名は惑星からしてみれば誤差みたいなものです。その6、静かな恐怖。いやいやいや、正直アメリカとか長期的に育てるって国家？惑星がアメリカに求めるのは接続せよです。多民族、多文化、貿易、そういった違うもの同士をつなげるのが本質です。じゃあ現時点のトランプはアメリカファーストでついてこない国を切り捨てようとするからダメじゃん。ダメというか落としどころを探さないとですね。2シーズン通して一番怖いわ。その7、ジョーティッシュ見解その2。じゃあその惑星の要求だけ押さえておけば何やってもうまくいくのか？そこでチャプターです。学校で言うと学年と楽器ですね。人生は一度きりで見るな。学年と楽器があるぞと。そうっす。学年と楽器と課題は宿命なんで変えられないっす。それは AI ジョーティッシュでわかるわけだ。はい。惑星が望んでいないことをやるとどんどん道から外れていきます。でも運命は自由意志です。自暴自棄の権利もある。糖尿病でもアンパン食べなきゃ食べればみたいな。そうっす。詐欺師とか信頼の HP を自ら削っているだけで金は稼いでも信頼の本質を大きく失っていきます。でも惑星としては自由です。好きに選べますが日の当たらない地表は冷たいっすよ。はい。じゃあどうすんのよ。失敗してもターンごとに生産するっす。人生はやり直せるってのは打者の切り替えなんで、そして惑星の望むことの翻訳機として使命を果たすっす。もちろん格闘家なら運命を俺は拳で解決するということもあるんでしょうけど、まあ実際はほとんどは指導者でしょうけど。ソニック師匠も名戦は関節技、僕戦は打撃系とかわけわからんこと言ってるからな。あの人はフィルターが偏っているんすよ。面白いこと言いたいフィルター搭載っす。その9、確信。じゃあ今回のまとめなんだけど、ポイントどこよ？一度きりの人生だけど学年楽器があるので取りこぼしても巻き返しができるし、勝負仕掛ける楽器、耐えるしかない楽器があるっす。そして惑星の課題は生涯同じっす。でもソニック師匠は混沌を誰もが通せるシステムとして再構築しろっ
で、今はセンダング作家 AI ジョーティッシュプロンプターだからわかるけど、昔は音楽家だったじゃん。音楽家自体もレベッカというシングルで悲しくならない方法を探す、それが私の人生の目的って内容を英語で歌ってるんで、根っこでは分かってたんじゃないですか。それでも師匠はダシャーとしては惑星の予定以上に成功しているんですよ。順当にいけば当時はもっと無名なんです。今回のプロンプト、惑星はあなたを通じて社会へ何を供給しようとしているのかは AI ジョーティッシュの本の購入者だけが参加できるグループで公開されています。興味があれば本を手に入れてみてください。4年後にこの動画見てこの本売ってるかわからんけどな。いつまでもあると思うな、ソニックセンダングだからな。というわけで今回、そしてシーズン2はここまでだ。ご視聴ありがとう。See you! チャオバイ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 。タロットソニックドットコム、タロットソニック